チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。本日はですね、ノーテーマ雑談カラスマフリートークの第3回ということで、正直あまり顔も見たくない首相の話などをする予定ですが、だいぶですね、体調がバッと入っているので、ちょっといつもと違うテンションより低いかもしれません。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので、視聴にはご注意ください。またカラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったり、誰かを笑う意図はございません。ということでですね、ちょっとまず最初にスパチャ読ませてください。ありがとうございます。いつもありがとうございます。本日どうしても落下の王国 4K デジタルリマスター版を初日に見たくて配信にお邪魔できないので、ご挨拶だけでもということで日ごとに深刻さを増す状況が続きますが、どうかお体だけでもご自愛ください。本日の配信がカラスマさんにとって、視聴者の皆様にとって束の間の憩いた明日からの糧となりますよう、ついでに落下の王国よろしくお願いしますということで、スパチャありがとうございます。しょうがさんありがとうございました。はい。ちょっとごめんなさい。ありがとうございました。温かいメッセージ本当にありがとうございます。ということでですね、なんか配信主よりも皆様に気を使っていただいて本当にありがとうございます。ということでですね、音花風花さん、キャミクさん、パフィーさん、もちもちさん、伊沢さん、ラカミさん、ベタさん、ドセイクさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。いや、本当に視聴者の言葉で思ってくださって本当にありがたいですね。本当にありがとうございます。
史上初の女性勝利がメガネ投与というのがですね、いや、本当に、どうなってんだよ、この人はよっていう、もう、あんまり話したくもないんですけど、でも話さざるを得ないよなって感じですね。というわけで雑談に入っていきますが、今月かなり寄付頑張りすぎたので、計算してみたら6万円使っていて、なのでですね、ガザに関しては、本当に、なんだろう、確かに寄付を拡散してね、満足してしまっている、ようなね、私もところがあるんですけれども、それはね、本当に、経済的に破綻したらダメなんで、本当無理しないでください。本当に。はい。ですね、今回本当にね、ガザ虐殺が始まってから、ずっと、アンルワとか、国境なき医師団に対してもですね、多額の寄付をして、ですね、経済的に苦しくなってしまったという方が結構いらっしゃるし、高市さんのせいで、今円安になってしまったので、はい、本当ね、できる範囲での、ご支援で、大丈夫です。はい、大丈夫ではないんだけど大丈夫です。皆さんで支えましょう。ということでですね、本当に気をつけてください。ということで、OBS です。それさ、コンカラスです。初コメですね。ありがとうございます。ここで初めまして。はい、初めまして。ですね。あれなんか皆さん名前の表示がちょっと、今回変わってますよね。あれなんか、今までお名前で表示していたのに、なんか出なくなっている。なんでだろう。もしかして、チャットのコメントのあれが変わってしまったのかな。はい。ということでですね、ファンタズムメハートさん、コンカラスです。すいません。ちょっとお名前が表示できなかったので申し訳ないです。はい。徐々に仕様が変わってるみたい。あ、そうなんだ。いやー、困るな。なんかコロコロ変わられると。申し訳ないですね。ちょっと、お名前読んでしまったか。そうなんですよ。ID が表示されてて、お名前がちょっと見えない状態に今なってたので、あれと思ってですね、お名前呼んでほしい方は僕はランテですっていう風に書いて、お手数ですが書いていただければと思います。はい。ですね。でも、極みさんはね、なんかね、そのまま表示されてるんですよね。なんだろう、設定の問題かな。うん。いや、牛乳1パック300円でもですね、本当に、はい。経済がまずやっぱ崩壊しそうなのでですね、はい。それでなんか、首相の座から退いてくれればいい話なんですけど、アビソリュートさん、コンカラスです。青汁とか前澤みたいな有名人や投資アカウントはパレスチナに寄付してほしいですね。いや、本当にね、まず金持ちが寄付してくださいよという話ですね。はい。つわきさん、コンカラスです。小手半つけるリコーダー時代に戻ってほしい。ですね。伊沢さんも、ですね、ID 表示になってるんですよ。お名前、同じなんで、読めるんですけど、ですね、読めなかった方、もしかしたらごめんなさい。ニルバーナさんだ。ごめんなさい。ニルバーナさんだけちょっと、表示が違ってたので読めなかった。ごめんなさい。失礼いたしました。ちょっと次回までにね、直す方法を調べておきます。はい。今日ちょっといきなり変わったので、はい。なんでしょうね。はい。いや、なんか早速、なんか呪いだな、これは。呪いだなって言ったらあれだけども、すべてを高市のせいにしているんですけど。ということでですね。一般人じゃなくて俳優さんとか影響力ある人が拡散しないと個人間では限度もありますからね。ということでですね。はい。そうなんですよ。結局ね、やっぱりその、個人間だけだとね、限界があるので、今ようやく、ガザの相変わらずなんですけれども、状況は、ガザの状況相変わらずなんですけど、ようやくね、少しずつ、なんて言うんでしょうね。ちょっとずつでも食料が入ってくるような状態になってきているので、このままですね、ウンルワとかの機能が完全に回復してくれれば、そちらに寄付すればね、良くなるはずなのでですね、はい。いや、仕様関わってると思います。はい。皆さん ID で表示されておりますので、もし読めなかったらちょっと失礼いたしました。はい。そう。
そうですね。誰かって誰だっていう有名なやつがいるんですが、見たことあるような気がします。寄付をもちろん率先してやるのはね、素晴らしいことだし、寄付の呼びかけをするのはね、本当に素晴らしいことなので、どんどんやって、私も行きたいと思ってるんですけど、とにかくね、破産してしまったら大変なのでね、そこは本当に、はい、気をつけられてください。はい。結構あくまでもね、余裕資金の方でよろしくお願いします。はい。いや、本当にね、破産しちゃいますよ、それはマジで。そしたらね、もう大変なことになっちゃうのでね、本当に、ほどほどにというか、自分のできる範囲で、ご支援の方お願いいたします。はい。いや、タカロビクスのおかげで、安まっしぐらですね。はい。で、とりあえず、あんまりなんか写真を出したくなかったけど、写真が出てきてたな。早速出てきてたんですけど、話に入りますか。首相、保守色全面で高支持率維持と書いてあるんですが、本当に支持率維持されてるんですかね。これマスコミのあれじゃないですか。変更報道っていうやつじゃないんですかね。21日に就任1ヶ月だそうでございます。30日しか経ってないんですよ、高市政権。信じられます？私はもうなんか何年も経ったかのように感じられるんですけど、いやでもなんかリアルで安倍政権と戦ってた人たちってこんな感じだったんだなっていう風に私思いましたね。なんかガチで本当にやばかったんだなっていうのが、いや、今まで勉強不足でね、申し訳なかったんですけど、人たちが、政権がですね、いかにやばかったかというのがですね、ようやく少し、実感として体験できてきたなというのが最近の正直なところです。強い経済、強い外交、安全保障の実現に向け高市政権として一定の方向性を出すことができた。確かにね、一定の方向性は出しましたね。でも、あれですよね、トランプ大統領のことはあるけど、習近平とのこと何も書いてないですね。どういうことなんでしょうかね。今日ですね、物価高対策を取り込んだ21兆3000億円規模の大型経済政策を決定してるんですが、それでさらになんかやばいことになっているので、その話もちょっとしようかなと思っています。行き過ぎた緊縮財政で国力を衰退させるのではなく、積極財政で国力を強くすることだと言っているんですが、いや、本当にこの人のせいで経済破綻するんじゃないかなっていう不安が現実化してきましたね。はい。内閣支持率 69% だそうなんですけれども、本当かよって感じだな。ということでですね、自民党選挙敗北だらけですけどね、いや本当にね、前回の配信でも言ったけど、自民党の人気に全く反映されてないんですよ、この方の人気が。で、高市政権の人気って何だったのっていう話ですよね。はい。もちろん自分からですね、寄付することをですね、進めていくのはですね、もちろんそれをやるべきです。それはね、キャミさん正しいですよ。本当に正しいです。はい。ただ本当無理はされないでくださいね。はい。高市さん、自分は寝ずに仕事してるとアピールしますけど、寝てない結果が中国に喧嘩売ることだと考えるとちゃんと寝てほしい。というか、もう自分の健康管理ちゃんとしてくださいよっていう感じっすよね。はい。タカノビックスは女性に対する名前呼びがきしょいので、高市の高と高派の高でダブルミーニングで自分が勝手に作りました。なるほど。ね、確かに名前であれ、ね、サナエノミックスとか言ってるの気持ち悪いですよね。はい。歴代一官僚、馬車馬のごとく働かせている首相。ということでですね。江戸川ポンさん、コンカラスです。今晩緊縮財政だったこと、アベノミクス以来あったのでしょうかないよね。ずっと放満財政やってるじゃないですか。っていうか、積極財政やれって言ってるけど、積極財政って言うけど、積極財政じゃないですよね。彼らの言ってる積極財政は。減税しろっていうことですよね。結局減税はしてないしね。はい。そう、高市個人人気でしかないと思うんですよね。はい。そうですね、全国選挙になったらどうなるのか、高市人気でギリギリなんとかなってしまうのかという、そこはね、恐怖ではありますけれどもね、これで大勝ちされても困るので、ミニラトルさん、コンカラスです。ということでですね、
八つ当たり的にコメント、いや、全然大丈夫ですよ。皆さんね、今日いろいろ、私もそうなんだけど、私もなんかね、だいぶほんとね、この人の話すんのね、っていうか、まあ、SNS とかでもいろいろ論争になっちゃったりしてね、なんかだいぶ嫌になっているのでですね、すいません、最初も言ったけど、今日テンションだいぶ低いかもしれないんですがですね、申し訳ございません。はい。あんまり罵倒とかそういうことはしないように気をつけますが、はい。本当にね、メンタルが、みんなやられていることかと思いますので。いやー、どうなんでしょうね。だから、高市さんを熱心にすげえ支持してる人って、それこそなんか、匿名掲示板とかまとめサイトとか X でしか見受けられないんですよね。確かに X はすごいよ。だから高市さんをね、無理やり褒めちぎれば2万いいねぐらい軽いっていう感じで今なってしまってるんで、まあSNS はもう救いようがないなって感じなんですけど、でもね、いや正直やっぱり周囲の人見てもそんなに高市言ってる人いないし、なんとなくのやっぱり気分的な支持、初の女性支持で物珍しいっていうのと、まあ、あと、サムネ皮肉なんですけど、やっぱりテレビショーの感覚でですね、テレビドラマ、新作ドラマ高市早苗に期待してる人が多いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、女性が初の首相でですね、いろいろ外交とかでもドンパチがあって、まあ、見せ物としては面白いじゃないですか。ショービズ外交ですよね。小泉劇場っていう言葉がありましたけれども、それ以来のですね、完全なショービズ全振り外交をやってるような気がいたします。はい。ですね。はい。しばらく X 離れます。いや、ほんと X 離れた方がいいですわ。気分悪くなりますよ、マジで。いろんな意味で。はい。SNS バブルですよね。高市のブームで日本人の利益になるものゼロなんだから早くやめてほしい。いや、本当にね、ありとあらゆる人の利益を毀損してますからね。なんだこいつって愛国者は守るんじゃなかったのかよっていう感じですけれども。はい。皆さんね、経済打撃で苦しんでいることだと思うし、株価も円安もなってるのでね。海外主義や外国人ヘイトのようなことは普通に言ってる人が増えた印象。それはね、参政党以来ですよね。やっぱり参院選から急激にやっぱりカジュアル化したというふうに言われてるので、まああれは参政党プラス自民党の責任かなという感じですよね。まあ高市になってからさらに拍車がかかったような気がします。またクラウドワークスなんですかね。本当の支持者ってやってる感に対する支持なんじゃないかなという。そうですね。多分やってる世間に対する支持ですよね。なんか高市さんはすごい感じがする。みんなマスコミも持ち上げてくれてるみたいなね。感覚的なものだと思いますよね。根拠があるわけじゃないと思います。ケイトさん、ここからです。メンタル落ちるわーということでですね。申し訳ないです。ちょっと ID、生マネの表示がですね、ID に全員になってるので、もしかしたら名前読み間違えたりとかするかもしれないですが、ちょっとごめんなさい。そしたら。ギフはいろんなところに奨学ずつしてます。社会に対して腹が立った時には額を増やすとかしてます。なるほど。石破茂のあだ名ゲルの由来が分からなくてゲルショッカーと関係あったかなと思った。今156円になってるけど、海外の通販でショッピングしたりするの厳しくなりそうですね。生活保護費なんか切り下げするの決定みたいですね。いや、この状況でそれすんのっていう、いや、信じられないですよね。本当、殺しに来てるっていう。石破さんの時代は少し戻ったんですよ。岸田の時ひどくて、161円台まで行ったんですよ、ドル対円が。で、その時にね、そう、トランプを得させてるだけなんですよね。ね、もう、高市さんが1ヶ月で今の状態にしてるんですよ。ということで、経済の話しますか。止まらぬ日本売り、高市財政の懸念で進む金利上昇と円安という感じで、遅えよという感じなんですけれども、ようやく朝日や毎日などの大きなメディアがですね、高市さんの経済危機について報道し始めました。言うのが遅すぎるんですが、日本国債が売られ円売りに歯止めがかからない、背景には高市早苗政権が21日までに分かり総合経済政策がある。いやそれ以前から売られてたけどね。
20日の東京外国為替市場で対米ドル円相場は一時、夕方よりも2円超下落し1ドル157円台後半、1月以来約10ヶ月ぶりの円安水準である。高市首相が自民党総裁に選ばれる前の10月3日の夕方と比べると10円超円が売られた。対ユーロも1ユーロ181円台後半をつけ、過去最安値となったと。ユーロが結構これ衝撃を与えてるんですけど、なんでユーロとドルで差があるかっていうと、今ドル安なんですね。実はドル安なんで、相対的に比較すると岸田時代よりもドルが弱くなってるので、とんでもない、円安がとんでもないことになってるんですよ。ユーロはあんまり変わってないのでね。だから1ユーロ150円とかだったのがどんどん安くなって今181円ですからね。いやー、どうなってんだみたいな。ただ経済的にはマジでやばいのは、債券市場国債の方だと言われていて、長期金利の利回りがついに上がり始めたと言われておりまして、前日より 0.07% 高い 1.835% になったと。こちらは2008年以来約17年ぶりの高水準だということで、これ後で説明しますけど、いよいよ日本国債が崩壊するのではないかという、真面目な懸念が少しずつ語られ始めてます。まだデフォルトするようなね、段階ではないですけどね。それは煽りすぎですけど、はい。30日話題は尽きないということは内容はどうあれ行動してるわけでみんな疲れてるといろいろやってるという印象空気感だけは流れてくる。なるほど。それでやってる感がやっぱ強く出てるのかもしれないっすね。1ドル100円前後の時は海外アマゾンから海外限定の PC とか安く買えたんですけどね。生活保護引き下げとかいう人権無視ほんとむちゃくちゃですよね。生活保護引き下げの話もちょっとニュース出すか。高市人気の論拠の中国力士、ように考えたら中国人をそこまで憎む根拠さほどだし、よく言われるマナー云々も特に裏付けがない。いやネットのデマですからね、裏付けはね。鹿さんがどうとかっていう感じですからね。全く根拠がない。はい。せめて憲法を守れよ。なお議員歳費は5万円増額。いや、そこ終わってますよね、マジで。生活保護減額してんのに議員歳費上げてんのって人の心とかないかっていうですね。朝日新聞のスタンダードコースには入りませんが、こっちのヤフーニュースでは全額分見えてるんでちょっと出しますけど、生活保護 2.49% 再引き下げ、違法判決でセーフということで、2013年のね、から15年の生活保護費を安倍時代にですね、大幅引き下げしたんですよ。で、これが違法だっていうことで、最高裁判決が下りまして、厚生労働省は21日新たな基準を作り、違法とされた方法とは別の方法で引き下げをやり直すことを決めたそうです。はい。これどういうことなのって、違法だって言われたんじゃないのっていう風に言われたんですけど、安倍政権でデフレ調整としてですね、当時デフレーションだったので、デフレーション調整として 4.7% 生活保護費を下げますって言って下げたんですけど、それが違憲だということでですね、違法な引き下げだったということで認定されたんで、じゃあ 4.7% 下げた分、総額で4000億円ぐらいかな、を払い直すっていうことにすると思いきや、2.49%、当時のですね、平均賃金とかとの歪みがあるから調整しなきゃいけない。要は平均賃金が低かったから、その分を引き下げなきゃいけない。これは違法ではないというふうに新たなる基準を設けて、追加支給される生活保護費を2000億円規模に半分ぐらいに減額するという、信じられないことをやりましたね。いやー、このインフレしてる時に、2013年、15年の当時のね、生活保護費、賃金の、対比が根拠とはいえ、減額すんの完全にありえない。人権を無視してるし、法律も無視してるし、最高裁判決も無視してるし、もう何もかも無視してんですよね。だって、最高裁判決だって、だって、全額支払ったって5000億円ぐらいですよ。
だから、いや、申し訳、大した金額じゃないって言ったら語弊ありますけど、高市さんが21兆円とかなんとか言ってるのに比べたら5000億円を支払わなきゃいけないって、それも一気に支払うんじゃなくて少しずつね、お返しするだけなんですから、何の問題もないですよね。しかも生活保護を受けてる人たちはね、要はお金あんまりない人たちなんだから、おそらく普通に循環しますよね。使用されて。なので、マジで意味不明な判決というか厚労省の対応が行われたという話でございます。生活保護切り捨て人権無視がひどい。もう一度なぜ憲法で生存権を保障しているのか。いや本当ね、憲法を完全に無視してますよね。生存権保障を考えないとか最低賃金というか生活保護費を無視するとか。いや、ほんとね、ひろゆきがね、正論言い出してますからね、あまりに経済対策ひどすぎて。そう、物価上がってんのに生活保護費下げたりですね。まあ、中国と関係を悪化して、消費を下げたりですね。もう下げることしかしてないですよね。うん。日本でアークナイツについて情報発信や攻略情報を実演している大手配信者さんたちが15億温度の原作者さんに招かれていたというツイートを読んですごいなと思ったのに、なるほど。いろんな公演とかも中止になっているのでね、ほんと中国コンテンツが楽しめなくなる可能性もありますよね。いや、ほんととんでもない国なんですよ。今すぐやめてほしい。本当に。絶対永田町からいなくならなきゃいけない人だと思うんですけども。そう。ドル円だけ見てるとね、いかに今経済が悪くなってるか分かりにくいんですけど、ユーロ円を比べるとですね、一目瞭然なんですよ。岸田時代よりひどいから。はい。しかも裁判で生活保護費の引き下げは不当っていう判決がそう何度も出てるんですけどね。ということで、みんなの生活が苦しいと関心持つ余裕もないですからね。中国コンテンツが私の生活の5割を占めているので、国交断絶とかされると本当に辛いです。オタクは高市さんに反対しようっていう。いや、本当にね、高市さんに反対した方が、コンテンツ楽しんでる人はね、高市さんに反対した方がいいっすよ。少なくとも2年ホテルで働いたけど、マナーの悪い中国人よりマナーの悪い日本人の方が圧倒的に多かったわ。90年前の日中戦争開戦当時に首相の近衛文麿が帽子幼鳥とか煽って中国人への憎悪を煽ったことがランキンでの虐殺につながったと指摘がありますという。いや、同じですよね、流れとしてはね。本当帽子幼鳥のノリで今やってますからね。はい。でもインボイスの時ね、自民党に賛成してた人たちですからね。なんか今押して知るべしというか、その再現が行われてますよね。デフレでの引き下げは違法だけど、歪み補正は違法じゃないとかっていう、そう、むちゃくちゃアクロバットなね、法律解釈をしてるんですよ。これ、まあ読んでいただければわかるけど。はい。うちの身内が高市審判で高市の AI 製の外族動画とかおすすめしてきて笑うしかありません。いやー、もう、本当にですね。長山すかりさんコンカラスです。高市の政策もひどいが NHK 党より参政党よりマシと思えばまだ希望を持てます。まあ第一次ヘズマ内閣なんで正直あんまり参政党との差が見受けられないところ、現在のところではありますが、はい。ただね、まあ、なんだろう。ただ、どれでも自民党だから、自民党内全員がね、まあ、石破さんとかも含めて、それにそう同意してるわけではないというのは間違いないですよね。参政党政権だったらもう、多分高市さんに反対する人誰もいないと思うので、だからまあ、自民党がね、やっぱりこれ以上人気が伸びないで内部から崩れてくれればいいかなとは思ってますね。はい。そう、三権分立違反ですよね。裁判所の決定を尊重してないですからね。歳費増額とかやってるから議員定数が削減されるんだぞってね。保護や貯金は禁止なので、オタク文化も中国に依存してますしね。はい。TikTok と Azure レーンが吹っ消えたらどうするんでしょうかね。いや、困るはずだよね、絶対ね。だから中国コンテンツをね、なくなると困る人多いと思うんですけど、はい。だしアニメもね、多分中国の人に書いてもらえなくなったら非常に困ると思うんですよね。
そう。幸いなのは今更日本が日程に戻って侵略戦争をするのは単独は不可能であることか。まあ今回の件もね、結局アメリカが対象の集団的自衛権なのか、それともなんか日本が対象の話だろうか、その辺がよくわかんないっていうところで揉めてるだけですからね。日本が中国と戦争できるわけないだろうっていう、そこだけはまあ、安心と言ったら言い過ぎだけど、はい。まあ喧嘩売れる相手ではないのでね、はい。打ち切られてもこれだけは中国はって言えばいいだけだから無敵ですって。だから今ちょっと無敵モードですよね。何でも中国の整理すればね、いいことになってますからね。はい。そうですね。ゼータガンダムね、今最悪の岡本さんがインボイスの時反対してくれてましたよね。いっそ石破には自分の会派率いても、石破さん離党して党を割ってほしいですよね。はい。いや、ということでですね。はい。中国のアニメのね、ロシア語平戦記っていうのが今やってまして、ちょっと私は見てないんですけれどもね、ね、公開できなくなることは、まあ、さすがにない気がそうしたいけど、まあ、万が一ということもあるのでね、見たい人は見といた方がいいかもしれないですね。はい。非常に人気のあるシリーズだそうでございます。ということで、ちょっとまた経済の話に戻るんですけど、なんか産経新聞まで警鐘を慣れ出しまして、遅えよという話なんですが、トリプル安は高市政権への警告か、物価高対策で逆に物価高加速、円安に歯止めが効かないというですね。今更気づいたんかっていう感じなんだけど、これも。政府が21日閣議決定する経済対策が21兆3000億円と新型コロナウイルス化後で最大規模に膨らむこととなり、財政悪化の懸念から、まあ今こういうことになっておりますというトリプル安です状態ですね。で、まあ産経新聞がね、ついに言ったと思って、産経が言うんだと思ったんですけど、トラスショックですよね、これ。トラスショックってありまして、リズ・トラスっていうとんでもない、まあ女性首相がイギリスにいたんですけど、はい、差別主義者で有名な人だったんですが、トラスショックとは2022年に、英国で当時のトラス政権が財源の裏付けが乏しい大型減税策を打ち出し、財政悪化の懸念から英国債が売られるなど市場が大混乱し、最後ね、エリザベス女王さんとね、最後に握手したという記念すべき式典をした人だったんですけど、まあ在任わずか49日で政権が崩壊しました。おめでとうございますということで、まあトラスさんがね、みんな嫌ってたので全然人気のない首相だったらしいので、その時みんな大喜びしたらしいんですが、発足1ヶ月目の高市政権についてマーケットの予想の斜め上を行く財政拡張が進んでおり、失望感が非常に強いと指摘し、大きく膨らんだ経済対策にため息をついたということで、まあ本当にトラスコースあるんじゃないかなと思います。あと19日ですよね。あと19日で高市さんが退陣すれば、日本のですね、なんだっけ、サッチャーにはなれずとも日本のリズ・トラスにはなれるんで、ぜひ目指してほしいです。はい。よろしくお願いします。はい。というですね。いや、高市さらに進言する人がいないんでしょうね。だから、高市さんを何とかしたいと思ってる人はいても、進言してくれるそういう良きアドバイザーみたいな人、周りにもういないんだと思いますよ。まあ、安倍ちゃんもね、だから周りの人で引きつけられないとか言って批判してたような人ですからね。物価高対策で物価高加速ってこれ本当に文章ですかって。でもね、産経新聞いつもひどい、まあ、内容の記事も書いている新聞でございますが、これはね、本当に正しいですよ。物価高対策で物価高加速してるからね。だから何のために物価高対策やってんだよっていう話ですよね。言うて日本のマジョリティ、金の話には敏感だし、案外あっさり終わるかっていう。いや、さすがにね、まあ、ひろゆきまで猛批判し始めてるから、まあ、そんなに寿命は長くないんじゃないかという気がしますよね。お金が大事ですみたいな人たちは、まあ、だいぶ離れ始めたでしょう。はい。日本版トラスが今トップじゃないですか、産経さん。ロボット技術も凄まじいし、先行者を嘲笑っていた人たちは今どういう気持ちなんだろうか。いやー、でもさすがに私もね、先行者で正直確かに笑っていた時期はございました。申し訳ございません。でもね、あれがね、なんか中国で完全にね、ロボット技術でも負けるとは思ってなかったですね。はい。
安倍を求めてたら安倍でもしなかった中国相手の喧嘩を始めたからさすがにやめようと。それはないと思います。中国相手にはね、とにかく喧嘩したいみたいな人ばっかりなので、多分周りをそういうイエスマンで固めているので、おそらくね、そっちはね、あんまり批判がないんですよ。やっぱり金の話だと思います。この手の人たちは。そう、トラスさんはね、49日でクビになったのでみんな覚えてないと思いますが、私はね、差別主義者とかで結構有名だったので、私は覚えてますね。はい。トラスやられたって思って当時笑った記憶があります。サッチャーまで成長されたらそれそれで困るんですけどね。はい。カズさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。こんばんは。お久しぶりです。高市に良きブレーンがいないっていうのはね、ずっと言われてますよね。そう、パククネですよね。そう、パククネにも似てますよね、韓国の。ただね、やっぱりね、パクさんもそうだけど、そう、女性首相だからダメだったんだみたいなこと言われ始めるのはね、それはミソジニー加速しそうで、これも嫌ですよね。はい。なんか株クラスターの人たち、高市さん好きすぎますよね。なんでこんな状態なのに褒めてんだって確かに一時株高だったけど、いや、三橋貴明さんと藤井聡さん責任取れよって高市さんにやめろって言ってくださいよって思いますよね。はい。世界第2位の経済大国と喧嘩するような国と今まで通りに付き合ってくれるところがあるとよろしいですいや、ないよね。サッチャーなんて英国の労働者階級に壊滅的打撃を与えたろくでもないやつですから、サッチャーほどね、やっぱり徹底的にやられるとそれはそれで困るんですけれども、サッチャーになる前にね、自滅しそうだなという気はします。で、さっきの話を分かりやすく解説してる、なんか投資家の人がいたんで、普段投資家の人のツイートをですね、好意的に引用することがまずはない私なんですけど、今のこの状態っていうのは景気が強いのではなく、市場の不信認証だと。10年金利で 1.8% へ急騰し、でも円は売られる不思議。日本の10年国債利回りが 1.83% まで上昇した。パッと見は金利が正常化してきたんじゃないかと思うべ。だけど前日は全然違うんだ。本来なら金利が上がれば通貨は買われて円高になりやすいのに、今は真逆で円安が止まらねえ。理由はシンプルで、金利上昇の中身が良い金利上昇ではなく国債を売った結果だからなんだと。つまり景気が強いからじゃなく、日本大丈夫かって市場が心配して、国債を売ってるのだと。ね、通常の金利上昇って企業の投資だとか賃金の上昇だとか、日銀の政策とかで金利が上がるんですけど、それは割とポジティブな金利上昇じゃないですか。でも今回の場合、財政拡大の懸念とか国債大量発行とかインフレーションが長期化するとか、円の信任が下がるとか、そういう理由で金利が上昇しているので、国債が売られてですね、価格が上がるっていう、負のスパイラルが起きてるんですよね。なので、このままいくと、財政支出が拡大しまくり、国債増発が行われ、国債売りでさらに金利が上昇し、さらに円安が進行、円安インフレでみんなさらになる生活苦に陥り、また財政支出をして国債をさらに増発するという、これは完全な負のスパイラルに陥っていく日本経済がね、可能性があると。こうなっていくと、もうどんどん経済破綻に向けて押し進めているので、はい。そうなる前に、高市さんをクビにすべきだと私は思います。台湾は日本の輸入か輸出制限解除した。そうなんですね。いや、でも今回ほんと台湾にフォローされてるのほんと最悪なんですけど、情けなさすぎるし、情けなさすぎるし、なんか迷惑かけてんのにっていう、ひどい話ですよね。台湾からしたら。ですね。本当だ。日本食産品の輸入制限を撤廃したって書いてありますね。いや。台湾にフォローされるなよという感じだな。だから今回の発言で一番最大の迷惑被ってる国、台湾じゃないですか、で、その迷惑を被ってる国がです。とばっちりで迷惑被ってる国がですね、別に台湾叩きをしたわけではないし、一応逆なんだけど、こういうことをしてくれるわけですね。日本産食品の輸入規制を撤廃、放射線検査書類などを不要にした、
なるほど。なるほど。原発に関するね、日本の規制をしてたんですね。すべての日本産食品に産地証明書の添付を求める措置や、福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県産食品に関する、放射性物質検査報告書の提出義務が廃止。台湾当局は9月に規制撤廃の方針を対外的に公表し、60日間の意見公募を出て年内に実現させる見通しを示していたと。中国が台湾有事をめぐる高市首相の国会答弁に反発して日本産水産物の輸入を事実上停止する中、来清徳政権は対照的に輸入時の障害を取り除き対日友好をアピールしたという格好ですね。ありがとうございます情けない本当になんかもう迷惑をかけた台湾に必死で助けてもらっているという最悪だな本当にな。そう、立憲のせいにしようが左翼のせいにしようがね、投資家はね、自分のお金のことしか良くも悪くも考えてないですからね、こういう評価になるに決まってますよね。当たり前の話でしょ。お金が好きな人たちならなおさら隣の国と普通にそこそこ仲良くした方がいい。いや、だからなんだかんだでね、折り目の人たちって親中派の人多いと思いますよ。隠れ親中というか、まあ普段はなんか勇ましいこと言ってるけど、中国の方からお金もらえないと困るみたいな人が実際は多いんだと思いますよね。だから株式やってる人とかが一斉になんか高市さんを批判し始めたので、やっぱりこの人たちは輸入規制されると困るんだなというのは分かりましたね。はい。コバホーク、いやー、どうなんでしょうね。まあ、右翼という意味ではそんな、まあ、高市さんよりはマシだと思いますけどね。でも、確かになんか小泉だっていうふうにまあ言われるじゃないですか。そのサブというか、高市に万一のことがあった場合って。でも、まあ、小泉さんのね、山添拓さんという人に対するね、回答が最近最悪だったので、これ先に出すかいや、マジでこいつねえわって思いましたね。小泉防衛大臣が防衛力変革推進本部であらゆる選択肢を排除せずと述べました。その述べた意味を問うたところ、必要な要素についてあらゆる選択肢を排除する、検討するには当然と。まあこれなんかね、一見するとね、検討し岸田みたいなね、何でも検討って言っとけばいいみたいな感じの答弁に無難な答弁に見えなくもないんですけど、これ実際見た人ね、いや私出そうかなと思ったんですけど、いやちょっと山添さんには申し訳ないけど、本当に気分悪くなる答弁だったのでね、今回出しません。いや、ほんとね、なんか腹の底がムカつきましたね。めっちゃ感じ悪いんですよ、この男。共産党はなんか中国共産党を批判しませんよね、みたいなこと言い出して、いやいやいや、日本共産党が一番厳しく中国共産党を非難してるだろうが、何を言ってんだ、お前は、という。まあ、その辺も非常に腹立つんですけど、なんか愛国心がどうとかそういうは言い出したりしてですね、めちゃくちゃなので、まあ、気分の悪くなりたい方は見てみてください。はい。いやでもほんと小泉最悪ですね。で、大臣の言葉には憲法9条も専守防衛も必要最小限度という言葉もない。何でも無原則に考えるんだったら大臣の資質が問われますよと。だから台湾有事が起きた時にあらゆる選択肢を排除せず考えるだったら高市さんないと大して変わらないじゃないですか、見解が。だから見解を統一せよっていうですねことを言うとるんですけど、もう訳がわからないわ。なんかね、小泉までネトウヨ化してるのかよっていうですね。はい。まあ、非常に私は腹が立ちましたね。そう、小泉さんネトウヨに覚醒してるんですよね。悪い方向にウォークしてしまったよ。いや、立憲はね、ほんとね、そう、辻元清美首相にすべきですよ。ほんと、今こそ。高市、国を救えるのはあなたしかいないですよ。小泉が山添を論破したみたいな動画、いや、大量に作られてますよ。そう、大量に作られてます。なんだっけ、だから、共産党は中国共産党を批判してませんよね、みたいなことを言ってるんですけど、何言ってんですかって感じですよね。日本共産党以上に中国共産党を批判してきた組織ねえだろって、左派系では少なくとも他にねえよっていう感じですよね。はい。いや、この F ミマロっぽいですよね。なんか口が軽いし、あんまり自分の責任みたいなものを何も考えてないで、多分高市さんに言われたことだけやってんだろうなっていう感じがすごいですよね。まあ、奥下さんだから。そう、なんかほんとね、東洋化してますよね。あつっきーさん、こんからです。来ていただいてありがとうございます。
小泉公文はね、確かに彼は失言をしないためのね、手段だったんだなという思うと、ちょっとだけ評価が変わりましたけどね、高市東文よりはマシだったなっていう、なんか、比較対象が悪いんだけどさ、なんかね、高市さんよりはまともだったんだな、この人っていう。そのまとめ方もどうかと、我ながら思いますけど、はい。そう。いや、ニコニコしてるだけならね、まあ別にいいんだけど、もうニコニコしてるだけじゃないですからね、かなり憎悪のこもった答弁してましたからね、本当に気持ち悪かったですよ。はい。ネオリメもネトウイも幸せは高いので、弱者嫌いはまあそうですね、通底してて変わんないですよね。で、小泉さんが何やってるかっていう話なんですけど、自分が左に自民党国防族が皮肉安保3文書改定政府主導懸念ということで、毎日新聞もようやくちゃんと批判するね、こういう本格的なやつを出ししたんですが、遅えよという感じではありますが、自民党20日国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定に向けた議論をスタートさせ、2026年中の3文書改定に向けて勉強会を重ね、4月に政府に提言する方針だが、発信を強め政府主導で見直し論議が進むことを懸念する声が上がる。連立を組む日本維新と会との協議も今後焦点となりそうだと。いうことでね、まあ何言ってるかっていうと、あまりにも高市のやってることが極端すぎるんですよ。三文書、まあいわゆる比較三原則、比較三原則じゃない、ごめんなさい。防衛三文書の見直しですとか、まあ比較三原則の見直しだとか、防衛装備移転三原則の運用方針で定める、5類型の撤廃などなどですね。とにかくもう、超タカ派の高市政権のカラーを、まあ防衛関係はね、台湾有事の件に限らず出しまくっているので、だからこのなんていうのかな、国防族の人たちがちょっと止めてるらしいんですよ。ちょっとやりすぎじゃないかみたいなですね。だから自民党が高市グループを止めているみたいなわけのわからない構図になってんですよ。まあ確かに石破さんもだから防衛マニアだから、そう考えるとね、まあ石破寄りの人もまあ中にはいるんだろうなという感じで、ここがね、まあ参政党や維新の会とははっきり違うとこだとは思うんですけど、まあでも自民党で止められるかっつうとな、事情能力ない人たちだから多分無理なんじゃないかなという気がします。KDS よっちゃんさんこんからすです。小泉が覚醒したとかいう動画、いや、そうそう、いっぱい上がってるんですよ。だから山添さんに対してそうやってなんか共産党に対する誹謗中傷みたいなことやったりとか、あとなんか愛国心があればですね、国は守れるんだみたいな、愛国心が大事でございますみたいなことを言うシーンがですね、切り抜かれて拡散されてるんですけどね、いやー、ちょっと、ゲロゲロって感じでしたね。ちょっと申し訳ないけど。いや、だから小泉に代わってもあんま変わらないのかなっていう、高市と比較して比較はできないかもしれないですけれども、はい。でも方針をね、だからこういう方針を全く変えないんだったらあまり変える意味がもうないですよね。もちろん高市さんはすぐ辞めてほしいですけど、だからといって小泉に代わってね、顔だけ変わってなんか同じことを常に言い出すんだったらあんま意味ないなという気はします。新次郎さんお笑い芸人でもやってればよかったのにね。新聞は産経すら批判してるのにテレビはどうなってんだ。いや、なんかテレビはあんまり批判してないみたいですよね。ちょっと私テレビまでもなんかもう気分悪いしあんまりチェックできてないんですけどまあ相変わらずなんか高市さんを上げるようなね、なんかずっと、勉強して独自路線で頑張っておりますみたいな報道があるのは確認しておりますが加減にせえよっていうですね。だからあなたたちみたいなのが体制抑散会を作ったんだっていう言いたいですねもう5類型撤廃とかしたら武器輸出で今のガザに最悪の交渉をしてしまうかもしれない。いや、割とありえますよ。だから5類型撤廃したり、そうやって武器輸出とかね、縛りを緩くしてイスラエルにね、ガンガン武器輸出したいんじゃないですかって。っていうか、イスラエルのドローンとかね、検討してましたよね、あなたっていう感じですよね。はい。だから石破時代からそういうこと言っていたし、まあ伏線は張ってたんで、ありえなくないんですよね、全然話としては。だからそうなるともう死の商人じゃないですかいやいやいや、平和安全国家はどこに行ったんだという話っすよね。そう。
ネオリベはそう、所詮ね、金に魂を売り渡した人たちだから、差別とかそう人権とかそういう話を聞いてもね、全然ピンときてくれないんですけど、まあただね、お金の話なら通用するからお金の面でやっぱり高市はダメだよっていうことを言ってほしいですね。はい。結局バックにいるのが日本会議と統一協会である限りダメですね。はい。まあ要は自民党はダメということですよね。そう、小泉首相、高市防衛大臣で、そう、だから逆にされてもね、あんまり変わらないんじゃないかって気するんですよね。あんまりトーン的に変わらないですよね、おそらくこの調子だと。あんまりね、だから、なんつうのかな。小泉さんが少し抑えてくれるとかっていう期待が持てないですよね、この感じだとね。はい。ちょっと今調整してますけど、声大きいとか小さいとかあったら、ぜひ言ってください。はい。今回ちょっと私がね、トーンというか元気がないので、ちょっとボリュームを大きめにしてたんですけども、うるさいとかあったら言ってくださいね。はい。で、まあ、その高市先生なんですけれども、野党に無理やり責任転嫁をするのが今 SNS で大流行しております。物議読む高市首相答弁の援護射撃が脅かされる民主主義ということで、まあ、東京新聞はさすがにちゃんと批判してくれてるんですけど、なんかね、すべて岡田さんが悪いことになり始めてるんですよ。一応火曜の配信でもちらっと言ったんですけど、波紋が今日中関係に広がっているのは皆さん知っての通りですが、発端となったのは存立危機事態をめぐる高市首相の国会答弁だが、野党議員がやり玉に挙げられる事態となっている。質問した方が悪いといった具合である。この件に限らず最近野党側の国会質問が批判を浴びるケースが目立ち、誤解に基づく訴えや迷惑行為が行われている。重要な論戦に冷や水をあげていくことにならないかということでですね。岡田が悪い、大火事を起こした、しつこく聞くからだというですね。だからしつこく高市さんを追及したせいで岡田さんが悪い、立憲民主党の岡田克也さんが悪いみたいなこと言われてるんですよ。いい加減にせえよっていう話ですよね。いやって。野党はだからしつこく追及するのが仕事でしょって。まあ確かにだからね、与党好きの人たちはいつまで盛りかけやってんだとか、まあそういうヤジが飛ぶのはよくある話ではありますけれども、一回国会で追及しただけでこんなこと言われるの前代未聞ですよね。意味不明にも程がある。まあ岡田さんがね、まあ中国と多少パイプがあるので、中国のスパイだこいつはみたいなこと言う風までね、なんか飛び出してて、もうどうしようもない感じですね。はい。ということで、ミリエさん、キノリオさん、オバスさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。コメントありがとうございます。今朝のテレビでは中国が高市を個人攻撃してるって報じていました。言い回しが素人のツイッターで。いや、でもテレビも本当悪いよね。だからテレビがそういうこと言うから岡田さんの質問が個人攻撃みたいに聞こえるんでしょ。高市さんへの誹謗中傷じゃないから、あの質問は。存立危機事態について聞いただけでしょ。小泉内閣にだったらさすがに高市さんお払い箱なんで、まあ小泉と交代したらまあ全くいらない人ですからね。はい。普通にお払い箱されると思います。いや、本当にショート動画の切り抜きでしか見てないんですかね。本当に全部じゃとは言わないけど、5分だけ見ればね、そういう内容じゃないの分かりますからね。ちゃんと見てよっていう。声はクリアでよき。ありがとうございます。音声うるさいとかなんかあったら言ってくださいね。ありがとうございます。何でも左翼の整理する劣等欲っていう、まあ何でも彼らがね、何でも我々左翼の整理するのはね、いつもの話ではあるんですけれども、己岡田みたいなこと言ってくるとはさすがに思わなかったですよ。岡田さんどっちかっつうと保守派だからね。まあ高市さんにはね、あまり都合の悪い真実を一つ述べておきますけど、2010年にね、企画三原則の見直しが議論されたことがあって、まあ、当時民主党政権下だったじゃないですか。で、有事の際にアメリカから核兵器が来たんだ、どうするんだって、お前は持ち込ませずの原則を守るのかっていう風に追及された時に、時の政権が政権の命運をかけて決断して国民に説明すればよいって説明したね、右翼の大臣がいたんですよ。なんだそんなけしからんやつはということで、それが岡田克也さんなんですけど。
から15年前に比較三原則を若干見直しするかのような答弁をしてしまって、結局そこからなし崩しになって、もし米国がいざ核兵器をこうぐーっと持ってきてたとしたら、日本は拒めない、拒めないよね、政治的にもねっていう今感じの解釈になってしまってるんですけど、それ岡田さんが悪いんですよ、ぶっちゃけ言うと。別に岡田批判じゃなくて民主党時代がね、そういう感じだったから、民主党全体がの責任なんだけど、その人に向かって、岡田は左翼だからいかんみたいなことを言うのってね、どうかしてますよね。お前はどこの位置にいるんだよっていう感じじゃないですか。はい。岡田さんは左翼ではありません。はい。ということでね、高市は正しいこと言ってるから問題ないのか、質問した岡田議員が悪いのか、どっちなんだっていう。それなんかね、パラドックスなんですよね。高市さんは正しいこと言ってるんだったら、岡田さん追及して回答したら別に問題ないじゃないですか。高市が間違った回答をしたとしたら鋭すぎるしつこい追及が原因だって言えるかもしれないけど、高市さんが結果的に正しい存立危機事態に対する答弁や説明をしているのであって失言でないというのであれば、岡田さんが追及したことって何の問題もないですよね。買わせてるんだから何が悪かったんですかってということでですね、ツイッチシャーリーさん、こんからすです。お久しぶりです。ネットと大して変わらんやんってですね。いや、なんかテレビもマスコミもね、ようやく今マスメディア、新聞メディアはね、こういう風にちゃんと書けてくれるようになりましたけどね、テレビのノリ、ほんとネットとあんま変わんないんですよね。切り抜きショートをテレビ化してるだけなんですよ。そう。だから高市さんが寝不足で適当なことは言ったからこんなことになるんでしょっていう。ね。そう、高市さんがね、ちゃんと質問に答えられなかったんですよ。で、さらに言うなら、大串博さんっていうですね、あんまり、私が好きくない、右寄りの人が立憲民主党にもう一人いるんですけど、大串さんっていう人が10日に、高市さん、あの質問はさすがにやばいっすよ。あの答弁撤回した方がいいんじゃないっすかって。節賢さんって人もめっちゃ切れてますよって。いや、私どもは節賢さん非難しときますから、いや、撤回した方がいいですよって言ったんだけど、高市さん無視したんですよ。ダメだ、こいつってなった後で、中国の外務省が、正式に怒りのメッセージを発したという流れなんで、多分そこをね、詳細に説明されたらね、高市ファンの人たち誰もちゃんと、反論できないんじゃないかと思うんですけど、どうなんでしょうかね。岡田さんだってかなりフォローして、そう、開いちゃいけない扉を開いたっていうですね、岡田さんは別のところでインタビューにも答えてるんですけど、まずいと思ってすぐに話題を変えましたっていうですね。いや、岡田さん言うとなんか笑っちゃうんだけど、笑っちゃいけない話なんですけどね、まずいと思ったんですよ。で、台湾有事についても限定した場合しか該当しませんっていう答弁を私は期待してました。どう考えてもというね、踏み込みすぎの表現に非常に驚きました。聞いてもないのに北京政府がどうこうというで、北京政府っていうだから、習近平が聞いたら激怒しそうなワードまで使って高市さん回答しちゃったんですよ。で、はっきり言って理解に苦しみ、まずいと思ってすぐに話題を変えたって書いてあるんですよね。いや、気使われてるやんっていうですね。だからもう、北京政府みたいなこと言っちゃってるんで、はい。もう、この人が首相であることが酷なんだわ。はい。いや、岡田さんどっちかというと高派だと思いますよ。はい。泉健太さんもそうだけど。左翼の定義がだからめちゃくちゃなんですよね。立憲普通に保守右翼の議員いますからね。そう、ネット右翼はそういうことさえに気づいてないんですよね。そう。だから岡田さん、だから比較さ、三原則を崩してしまった岡田さんですら、言っちゃダメだろっていうようなね、ことを言ってしもうたんですよ。そう。だからね、どう考えてもこれはおかしいっすよね。そうですよね。新政党ですよね、岡田さんって。そうだ。ありがとうございます。新政党というのは、日本の政党でございまして、自由民主党が前身でございます。自由民主党の小沢一郎っていう、おっかないおっさんがいたっていうか、今もいるんだけど、いるんですけれども、あの人とあの人についていった、議員さんたちが作った、政党でございますね。
だから、当時、最初からメンバーにいましたっけまあ、小沢さんとかね、あちらのね、だから小沢さんも今は立憲にいますけれども、元民主党ということで、だから小沢一郎って左翼ですかまあ、それをね、多分今、高市ファンみたいなことをやってる人って、昔の政治とか全然ね、調べたこともないだろうから、多分よく分かってないんですね。そうだ。結成時のメンバーとして岡田克也さん名前ちゃんと言いますね。はい。岡田克也三重行く出馬って書いてますわ。はい。ありがとうございます。そう。だから新政党に入ってた人が左翼なわけねえじゃんって。小沢一郎ですよ。小沢一郎。ちなみに和歌山2区からは二階俊博さんという人が出馬してますね。はい。そう、だからね、そう、ネット上の人たちはね、結局感情で動いてるから、おバカだとは言いませんけど、知性の問題じゃないんで、感情論で動く人たちだから、あんまりそういう論理的整合性とか気にしてないんですよね。そこが最大の問題ですよね。新政党とはかつて存在した日本の政党であり、自由民主党を離党した直後の国会議員を主体に形成された政党として最大規模を誇ったということで、まあ、94年にすぐ解散しとるんですけれども、まあ、思想的には保守主義、前進的改革、規制緩和、政治的立場、中道右派と書いてますね。小沢一郎だからそりゃそうだわなっていう。はい。そう、なんかね、岡田さんがだからね、中国のスパイとかで完全におかしいよね。どうなってんだよ。確かに親中派の人いましたよ。二階さんもそうだけど。そういう問題じゃねえからって、北京にパイプあったらスパイなんですかっていう。だから高市内閣の大きな弱点としては、周りをね、ネトウヨ議員さんで固めてしまったんで、中国にパイプある人一人もいないんですよ。だからこういうまずい事態を起こした時に、内々に、習近平さんとか偉い人たちに、いや、ちょっと言い過ぎたわ、ごめんねって言える人が一人もいないというまあ公明党さんがね、自民党ができない時はやってたんですけれども、それももうできなくなったんで、まあひたすらやられ続けるんじゃないですかねはい、本当にな。まあ原口和弘なんてもう極右に近いですからね。あれを放置してるのは私はさすがに問題あるし、原口さんはさすがに離党した方がいいと思ってますけど、ああいう極端な人もね、まだいるわけですからね。そう、北京政府っていう言葉相当不快だったと思いますよ。私も、ね、火曜の配信で言ったんですけど、だから蒋介石がさ、北京、なんとか政権みたいな、要は、北平拒否政権か。要は、共産党さんを悪く言って、中国共産党を悪く言ってた時に近い呼び名なんですよね。北京当局みたいなのってそりゃ怒るだろっていう。そう。騙されたら無罪論は最近見直した方がいいと思います。騙された俺は被害者、むしろ俺を早く目覚めさせなかった左翼とマイノリティが悪いとか言い出しそうだし。まあそうですね。だから今のその感情論的に動きやすい右翼がかった人たちっていうのはどちらかというとその右のアイデンティティを持ってる人たちとか、そのマジョリティアイデンティティ政治をやってるっていう風に解釈した方が妥当だっていう研究が結構、まあ進められてますね。まあ要はアイデンティティ政治って BLM 運動とか、まあブラックライブスマター運動とか、黒人人たちがまあ黒人であることの誇りに思いみたいな、左派運動として形成されたわけでして、もちろんね、とても良いことが多かった。BLM 運動だってとてもたくさんのね、素晴らしい成果を出しているので、そこを否定する私は気持ちは全くないんですけど、それを、右に回転させて、白人、マジョリティ、男性みたいなのを強く打ち出してるのが、まあトランプ政権ですよね、典型的には。で、高市さん、まあ女性なんで、まあ典型的にはちょっと違う、典型とはちょっと違うと思うんですけれども、やっぱりマジョリティによるマジョリティのための政治っていう意味ではですね、アイデンティティ政治をやってるのに近いかもしれないですね。はい。そう、北京にパイプが全くないんですよ、高市政権って。だからこういうことになってるんですよね。そう、だから高市さん退任するしかないですよ。クビにして、もう少し、習近平さんに許してもらえそうな人にすべきですよ。はい。いや、私は全く習の味方じゃないですけど、そこはね、もうどうしようもないと思いますよ。
維新を見ると公明党がブレーキ役と称してたのは本当だったのか見えなかったけど、まあ見えなかったですけどね。ただこちらの毎日の記事でも、要はなんか歯止めっていうか防衛論とかに関して左側に立っていろいろ意見を言ってたのは確かに公明党だったみたいですね。それは事実だったようです。だから一応ブレーキ役やってたんでしょうね。あんまり外からは見えなかったですけどね。残念ながら。そう、北京政府って相当部別的なニュアンスですよ。だから普段からそういうこと言ってるから出ちゃったんじゃないですか。で、やばいって思って岡田さんも軌道修正したけども、時すでに遅しだったわけですよね。で、その後大口さんがフォローしたけど、それも受け入れられなかったというですね。維新が高市の反応や行動を半ば肯定してんのも怖すぎ、新自由主義じゃなくて極右じゃんっていうですね。まあ本当ね、維新の正体というか、もうただのなんか極右政党になっちゃいましたよね、維新も。高市さんにくっつき出してからね、ずっと高市さんをフォローしたり褒めたりすることしかしなくなりましたもんね。本当なんか悪をついじるというかプライドというものが全くないんだなというね。まあ、ああいうネオリベの人たちって本当困ったもんですよね。なんか自分の得する方向にしか行かないっていう、その信念のなさっていうのがちょっと怖いですよね。そう、ただのアクセルにしかなってないんですよ。そうそうそう。で、ただね、まあ、田中隆作先生によると、テレビで TBS の、まあ、自民党の総区として知られる田崎史郎さんという人が、高市さんは発言は撤回しません。撤回すれば政権が終わるというふうに言っているようです。マジかというですね。まあ確かにその高市さんってそのタカ派で受けていて反中国で受けている面が強いので、おそらくその支持層とか他の内閣のメンバーの人たちのことを考えると、まあ発言は撤回しないんじゃないかなと。私はだから台湾のことを対する迷惑を考えると、その一つの中国みたいなことを言うわけでいかないので、そういう意味でも撤回にはね、ちょっと条件付き賛成ぐらいのかなり弱い賛成のニュアンスなんですけど、私はねなんで他のリベラルの人とは結構意見が分かれちゃってるのですが、でも高市さんはそういうことを言ってるわけじゃないですからね。ただの反中なだけだからねまあ論外なんですけどね。賛成東部コーサーコカラスです。来ていただいてありがとうございます。高市さんも当時の岸信夫防衛大臣に同様の質問を質より迫って、あ、そうだそうです。高市さんね、岸信夫さんとかね、その当時の防衛大臣とかいろんな人に対してね、台湾有事はどうするんですかみたいな、すげえしつこく聞いてたんですよ。だからね、まあそれ結構いろんな人が取り上げてくれてるんですけど、だからそういうことをやってた人が岡田さんのたった数分の質問に対してなんかしつこくグダグダというのはどうなんですかっていうはいいうですね。だから当時からずっと高市さんってそういう人で、まあ台湾有事には特にこだわりがあったようだし、まあ自分としてはそういうタカ派の答えを自分で答えたいと思って答えたっていうような、話でありますので、だから意図的な行動だし、まあ失言は失言なんだけど、その意図的な行動なんでやっぱり本人が悪いですよね。はい。そう、藤田さんがね、岡田が悪いとか言い出しましたからね、あなたはまず、だから、デザイン会社問題について答えなさいよっていう。北京政府そうですね、日教層とかで、ヨヨギとかと一緒ですよね。日本共産党さんのこと日教って呼ぶ人、たまに悪意なく呼んでる人いますけどね、それ絶対やめた方がいいですよ。悪口、基本的に別称ですからね、あれ。反共主義の人が言ってることだから、やめた方がいいです。はい、気をつけましょう。共産党の方怒るのではい。いや、ほんと政権より先にこのままだと国が終わりますよね。でもね、そう、維新とね、性格がやっぱり合っちゃうんでしょうね。ネオリベと極右でね、反弱者で結託してるから、まあそこもアイデンティティ政治ですよね。強者による強者のための政治みたいな、テーゼでやってんのかなと思います。撤回したら下で中国政府、北京政府だった、ごめん。中国政府に何言われるか分かったもんじゃないから、こうなった以上仕方がないと思う。いや、私はだから高市さんが普通に辞めればいいと思いますよ。何も言わないで。いや、私頑張りましたけど、安になってしまいました。ごめんなさいって言って、で
誰も悪く言わないと思いますけどね、それだったらね。実質中国の圧力で高市さんいなくなったんだってファンの人たちは、まあそういう感じで、まあうまい具合に解釈して多分、感情で支持してる人たちだから、納得してくれる気がするし、私は私でですね、撤回されなかったんで、まあいいでしょうっていう感じになるし、正直発言撤回よりも高市さんにいなくなってほしいから、はい。ですね。いやでも本当にね1930年代コースっすよね。だから歴史のね勉強されてる方はねやっぱり大日本帝国イズムの再現が起きているんじゃないかって危惧を覚えてる人が多いですけど、それは本当にその通りだと思いますよ。だってやっぱり気分でこういうねどうしようもない首相をね民衆が支持してるっていうのはやばいですよね。しかも好戦的ですからね非常に。はい、本当ね高市さん切ってリセットするしかないですよ。維新の会のおかげで大阪のバス壊滅してるからな。あまり日本を壊されると次の世代改善しそう。いやー、本当にね、公共財をどれだけ毀損したらね、気が済むのかっていう感じっすよね。だからまあ体裁的には高市さんに全責任を押し付けて、まあ大衆向けには高市さん悪くないって中国が悪いんだみたいな感じで説明すればですね、まあ確かにでもそれだとその世論の右ブレ自体は治らないので、それはそれで中国への憎悪が維持されちゃうかもしれないんで問題はあるんですけど、でも高市さんをそのまま残すわけにはいかないと思いますけどね。はい。代々木も日経もそうですね。審査欲の人たちがね、共産党さんバッシングするのに使ったりしますよね。維新という貧しい人、切り捨てのネオリベと高市という極右の連立政権とか改めてこの世の終わりすぎ。いやーなんか公明党さんいなくなっただけでこうなるというのはね、やっぱり公明党さんってなんだかんだ言ってブレーキ役やってくれてたのかなって、外からは全然そう見えなかったけどっていう、まあちょっと感じですね。まあ結構やっぱりただ今更なのかよって安倍政権の時にこれをやってくれればねあなた方ね歴史的評価も変わったのにどうしてくれんだこの10年間って言ってる人は多いんですけど、まあそれはその通りだと思います。なので公明党さんはね、ちゃんと共産党さんとか立憲さんに協力してください。はい。そうです。共産党さんの本部が代々木の駅に近いんで、代々木会派とか代々木派とか、代々木本部とか、代々木当局とかって言うんですよ。審査欲系の人たち。私も最初、代々木って何言ってんだこの人たちって思って。すげえツイッターとかだとね、ものすごい勢いで、その共産党さんを叩いている、まあ、審査欲系のアカウントをたまに見かけるんですけれども、まあ、言葉遣いででもわかるんですよね。代々木って言っとるみたいな。なるほどそういうことかみたいなですね。審査欲系の人たちは一見リベラルでまともな見解に見えるんですけど、まあ本当中核派とかに近い思想の人たちがいるので気をつけなきゃいけないと思います。そうですね。ロシアのことクレムリンと、ロシア政府のことクレムリンって言ったりするじゃないですか。私もたまに言いますけど、まあね、ウクライナ系の人たちとかで結構クレムリンって言ったりとか、まあクレムリン当局とか言ってたりとかね、しますけれどもね。だからロシア憎しでやっぱ言う人はいると思います。で、まあこれちょっとトリビアなんですけど、ネトウヨ政権のなんかネトウヨ政策がまたやるらしくて、明治の日の法案っていうのが了承されたそうでございます。11月3日文化の日、この前終わったばっかりなんですが、今日の内閣第一部会で明治天皇の誕生日にあたる11月3日の文化の日に明治の日を併記する祝日法改正案を了承した超党派の明治の日を実現するための議員連盟、これ日本会議だと思うんだけどを通じて、与野党に賛同を呼びかけ来年の通常国会で議員立法による法案提出を目指している、会合後議員連会長の山田博参議院議員は、日本のあらゆる文化制度は明治に作られたものである、近代化を乗り越え今ここに来ていることを思い起こすと制定の意義を強調したと。いやなんかこういうことやってるだけで受け取れるんだから楽だよな政権なこれ、イージーですよねなんかこれだけまあ確かに円安株高はねもはやごまかしきれない気はしますけど、これだけ経済の破壊とかね、中国との仲違いとかやっておいて文化の日をで明治の日に変えるみたいなこんなんでごまかされちゃうのっていうちょっとびっくりなんですけどね。はい。いやー明治の日やばすぎますよね。ネトウヨ内閣すぎでしょってそう
そう。キリストの幕屋と組んだ参政党と統一教会と組んだ NHK と自民党に比べたら共産党は健全でしょ。いや、はるかに健全ですよ。共産党さんクリーンですからね。はい。共産党さんはそういうなんか悪い奴らとの結託というのは全くないのでまあむしろやっぱり分裂してきたんでね。だから、武装闘争を捨てなかった人たちが、まあ審査欲になったりとか、でも結局というか、まあ仕方がないことなんだけど、野号を選ばなかったことでずっと非難され続けることになってしまったと。まあ、ただね、中核派が弱体化したのでね、まあそれも今やっとなってはという感じですけどね。とにかく共産党さんにはね、もうちょっとその党の盛り上げというかを頑張っていただきたいと、なんか一言で応援してるだけなので申し訳ないと思いつつですね、一言のようで申し訳ないんですけど、ごめんなさい。私にもっと力があればと思いながら、でもね、やっぱりちょっと今選挙でちょっとね、勝ててないですからね、まあ、地方選ではね、それなりに勝ってるんですけどね、そう、共産党さんもね、だからずっと統一教会と自民党の関係言ってたの共産党ですからね。そう、だから忠告を聞いてね、すぐに自民党を方向修正しとけばよかったのに、ああなってしまいましたからね。本当にな、ダメだよな。だからやっぱり悪い組織と癒着する人たちの体質の問題ですよね。一定の憧れを隠さない人が見えてくると、日本が中国を侵略したことがあることとか何も考えてないんだなと。いや、ほんとそれはね、だから、今もだから中国についてはここぞとばかりに悪口を言ってる人たちがいますけど、本当に歴史的反省をしてないからやっぱりそういう態度になるんだと思いますし、それはね本当にこの機会でいいから猛省してくださいって思いますけどね。はい。明治の日、昭和の日について話題がそれますが、個人的に言及したいことがあります。大正の日っていつかご存知ですが、正解は大正の日は存在しないです。大正の天皇の誕生日は8月31で12月25日死亡ですが、カレンダーに記載されてないので、生前の義人のおっちゃんに、言動を確認すれば悪いです。あ、そうなんだ。ありがとうございます。ということで補足ありがとうございます。10月25日だったらだいぶクリスマスになっちゃうから、なんか余計都合悪かったんですかね。あ、中核はなんか税学連の学生たちが本体から離脱したりとかなんか揉めてるみたいですね。すいません、全然知らないんですけど、あまり興味がないので。はい。公明党と自民党と切れてだいぶまともなこと言ってるし、粘り強く発信していくしかないですね。いや、本当にね、だから公明党さんだってね、っていうか、なんか、やっぱりなんか自民党とか、そのネット用的なことと人たちとくっついてるとついつい切り捨てたくなるけど、統一教会みたいなガチでやばい組織じゃない限りは、道をまたね、方向修正する可能性っていうのはあるから、呼びかけていった方がいいですよね。はい。あ、そうか、基本誕生日だから8月31の方ですね。失礼しました。とめきりょうさんこんばんは。お疲れ様です。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、元気がないかもしれませんが、ご了承ください。中国といえばアヘ戦争が有名ですが、後に大日本帝国の満州経由でアヘをばらまいてたからあまりイギリスのことを言えないですね。しかもアヘンマ兵が岸信介の資産になったとかですね。その辺のやっぱりね、なんか黒い金というかヤクザ的なつながりっていうのはね、やっぱ孫の安倍晋三さんが真似しちゃいましたからね、ほんと騎士で罪深いですよね。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。いや、だって戦後にね、岸信介さんは CIA になりましたからね。CIA のスパイですからね。だからガチの CIA のスパイが作った政党ですからね、自民党というのは。皆さん覚えておかなきゃいけないですよね。私の祖父は徴兵で中国に行っていたので、中国には逆の立場の人いっぱいいるよなとか思って、全く昔のことと思えずずっと悲しい気持ちになっております。いやー、本当にね、戦争やめてくれよって思いますよね。だから、歴史が繰り返してるのは本当嫌ですね。
未だに東南アジアを解放して守るための正義の戦い論が語る人間がいるから反省なんてないなというですね。いや、小林義則さんもちょっと病気してるみたいですけど、最後にそういうなんかネトウヨシカをばらまいたことを反省してくださいよってあなた、最後にそれを書き残してくださいよって思いますよね。いや、ああいうデタラメな主観が広がったのは本当良くなかったっすよね。でもそう、根本が正せばね、でも岸信介とか永久戦犯がちゃんと裁かれなかったことですよね。そこから始まってますよね。戦後反省のなさっていうか。中国での日本兵の略奪が日本軍の補給物資と表裏一体で、後に南方に送られた兵士が飢え死にしまくったのも略奪する裏がないからです。牛を食べてジンギスカンしろとか言ってましたからね。この軍隊はね。本当終わってますよね。兵隊軽視する軍隊はろくなものではないと古今東西、共通してますよね。中国を貶める動画が多いですけど、私の勤め先のバス会社は中華製 EV バスをたくさん導入予定だし、日本の方が遅れてますっていうですね。はい。車産業とかでは完全に遅れてますよね。はい。でもなんかね、ほんと中国ヘイトが文化レベルでやっぱり広がってるのがひどいなと思ってて、これもちょっとすいません、トリビアルというかトピック的なんですが、なんか、エスパという人気グループのですね、中国系の方がですね、紅白への出場するらしいんですけど、おめでとうございます。紅白出場停止を求める署名運動が始まり、9万人に到達って、10万人をさっき超えたみたいです。2020年、2年に、ファンクラブ向けのアプリに可愛いライトを購入したよというコメントと、原爆によって生じるキノコ分に似た卓上ランプを投稿。一部で物議を醸すが、今回の紅白出場で決まり、SNS で再燃し炎上しているということなんですが、どう考えてもこれ中国叩きが目的でしょ。2022年にこのランプを購入してたことがなんで今更問題になるんだよっていう感じなんですが、いや確かにこのデザインは趣味が悪いと思いますよ。趣味が悪いと思うけどさ、ね、8万8000人いやもうどうにもならないっすね。なんかこういうなんか文化レベルのヘイトが広がっていくのは本当にやばいなという気持ちです。はい。中国当局がね、表現規制をして、その日本のバンドを公演中止にしたりとかは、彼らは政治的圧力をかけている、表現の自由を毀損しているので、どうしようもないと思うんですけど、ね、日本は民衆のカルチャーレベルでこういうヘイト騒動みたいなのが広がってんのはマジでやばいなと思いますね。はい。ジンギスハンは別に牛や羊を連れてっていない。いや、これもひどいですしね。3年前の話ですからね、今更言ってやんなよっていう感じですよね。それぐらいというか。なんか最近だからこのタイミングで出したっていうならちょっと悪意を感じなくはないけど、そうではないですからね。右っぽいことを書くが、失言は事実だが、矢継ぎ早に経済制裁まがいなことをしてくるのは、一党独裁政権特有の強権に過ぎ依存するのは危険に感じます。だからこそ、米国の根回しも賞賛もなく、不用意の出演した高市の拙速さはダメです。その通りですね。それがまともな、というか正当的な保守派からの批判であったべきだと思うんですけどね。はい。だから中国が確かにそのリスキーというか、今回の件に関しても、台湾の件に関してもそうですけれども、正義を主張してるわけじゃないので、脅しでしょ、やってることが。だからそれ自体は不当ですよ。はい。だからそこは間違ってはいけないと思います。中国のやり方が正しいわけではないので、やり方が正しいわけじゃないんだけど、このやり方も正しくないよね。はい。ヘズマンさんってユーザーが乗っかってたのか。本当に中国ヘイトで食ってくんだな、あの人は。というですね。でも、日本みたいに民主主義なのにこんなことしてんのも、それはそれでやばいですよね。例外的に本土から離れたラバウルは危機から免れてたけど、あそこは本部の補給が来ないと見越した、今村仁が畑作ったり鶏を飼ったりして自給自足の体制を構築したからで、そうなると軍隊なのかサバイバルキャンプなのかわかんない。なるほど、ありがとうございます。ボンボンさんガラスです。来ていただいてありがとうございます。日本のアーティストが今大勢中国に進出しているので同じことをしても日本のことが大損ですって。いや、それは間違いないですね。どう考えてもそうでしょう。エスパーさんエスパーのしかもだってエスパーさんってだから韓国人、日本人、その中国人全部いる、国際派グループなんですよ。
だから中国の人だけを叩いてんのも終わってるし、ただのヘイトでしかないし、そのグループに対するダメージには多分なってないので、まあ意味がないですよね。はい。ただ憂さ晴らしをしてるだけかと思います。ね、私もなんかね、SNS をやっててもね、なんか割とリベラル派の人たちとね、いろいろ意見が食い違っちゃったりして、ちょっと、そこもちょっとうんざりきていて元気がなかったのですが、高市首相答弁と一つの中国、日中の主張はどこで食い違うのかということで、毎日新聞がですね、これもだから遅いんだけど、すぐ出せよという感じの内容なんですけど、台湾有事になれば集団的自衛権を行使可能な存立危機事態になるなどとする、高市の暴言に対して、皆さんすごい批判してるじゃないですか。でも中国が繰り返してるのって別に日本がね、そうやって憲法違反だから良くないぞみたいな平和主義的なことを言ってんじゃなくて、一つの中国原則に違反していて、要は台湾のことを言うのは内政干渉であるといういつもの批判なんですよね。だけどこれははっきり言って台湾の自治権を根幹から否定しているので不当性が高いですよね。ちょっと私この辺なんてちゃんとまとめてノートに書こうと思ってるんですけど、日中の立場ってだからここからして一致してないんですよ。アメリカは台湾を支持してるじゃないですか、暗黙の了解で。だから奴らは奴らで帝国主義ですけど、だからといって台湾の人たちが今のところどちらかを支持してるかっていうと、中国との統一よりもアメリカと付き合ってうまくやっていこうという人たちが大半なわけでしょう。だからその意思をやっぱり無視したらダメですよね。で、日本はギリギリの外交交渉で一つの中国の立場を尊重しつつ、アメリカに従うみたいなですねずるいだろみたいな立場をずっと取ってきたんですけど、その曖昧戦略をですね完全に破壊したのが高市答弁なんですよねで、そういう意味ではね、本当高市さんは即時辞任するに値するんですけれども、だからといってその中国に対して台湾のことを言うのが内政干渉に当たるから良くないみたいなのは私は正しくないと思います。はいですね。せめてロシアやミャンマーなど現在進行形で戦争してる国を批判してほしいですね。だからそうなんですよね。ただそうとは言っても台湾有事はまだ起きてません起きてませんし、起きるかどうかも確定的ではない。だから中国は確かに台湾に対して武力行使も辞さぬぞとは言っているし、軍機をいろいろ飛ばしたりとかこういうことしてんですけど、これもねビジュアル化すると分かりやすいじゃないですか。左が2024年で右が2025年なんですけど、軍用機がですねビュンボカ今台湾の周りを飛び回ってるんですよ。で、2024年が3000回以上こういう台湾の周辺でですね要は自衛隊の戦闘機とか飛んでるの見たことある人もいると思いますけど、そういう行為をですね中国側の軍が、だから中国軍がこれやってんですよをぐるぐる台湾の周りを旋回するっていう行動を繰り返してて、海上封鎖の演習みたいなことも行われたと。それで台湾の人たちはかなり恐怖してて、本当に戦争する気があるんじゃないかというふうに疑いを持ってるっていうのが、今の実情なんですね。はい。だから中国に武力行使をさせてはいけないので、今ロシアやそういったねミャンマーであるとか不当な戦争をしている国に対して、イスラエルも当然そうですけれども日本が強く抗議して平和主義を打ち出すことによって中国を形成できるっていう効果もあると思います。だからそういうことをちゃんとやればいいのに、武力行使ばっかり言うからエスカレーションさせてるだけだろっていう、話になっとるわけですね。はい。K-POP ファンでも K-POP の誰それは反日だとかいう言い方をするのでぎょっとしてしまいます。それはひどいな。いやでもだからなんか個人レベルでこういうこと言っちゃうと、これはただのねレイシズムでありヘイトスピーチですから、それは論外ですよ。あくまでも中国政府が正しいかどうかっていうレベルの議論なので、はい、そこと混同してはいけないと思います。はい。リベラル派って資本主義に対してあまり批判的ではないし、天皇のリベラル天皇大好きな面はうんざりします。そうですね。なんかリベラルの天皇好きとリベラルの中国好きがなんか今回悪い意味でというか
まあ私はね、私みたいにだから天皇制批判してて中国にも批判的な左派って割とやっぱり日本では少数派なんだなって今は思いましたね。なんか孤独感を久しぶりに感じちゃいましたが。はい。だからね、でも天皇制もやっぱりそうだし、中国の権威主義も批判しないとダメですよね。もう死んで30年経ったんだし、昭和天皇裕仁は拝定してもいいんじゃねえかと思いますね。だからなんかなんでしょうね、天皇制を拝定したりとか、その中国に対して日本がその歴史を真摯に反省してるっていう姿勢を見せれば、緊張緩和、効果が結構あると思うんですよね。だから緊張緩和であったり、平和主義の原則を強く打ち出すとか、そういうことでもアピールになるのに、全然やらないで、なんか煽るような、煽り散らかす、いきり散らかすようなことばっかりやってるもんだから、それはこうなるよなっていう感じで、それは完全に日本が悪いと思います。はい。そうですね。まあ、やっぱ広い人に対する評価はね、まあ、リベラルで広い人好きな人はあんまいないと思うけど、大体ね、拝定にすべきとまで言う人はあまりいないですからね。はい。で、これ台湾の当事者の人がコメントしてたんで、ちょっと試しに持ってきたんですが、台湾の最新世論調査で、頼清徳さんがどれぐらい今、まあ民進党の総統なんですけど、まあ反中国と知られてるんですが、支持率が今 37.9% ぐらいになってて、まあ支持しないがちょっとまあ支持が増えてるんですけど、支持しないが5割ぐらいなんですね。で、内閣に対する支持率は、まあちょっとだけ高いんだけど、まあこれもあんまり良くなくて、だから台湾の人たちが、頼さんの下で、反中国共産党で団結してるかっていうと全然それはそんなことないので、全然そんなことないんで、ただだからといってすぐに統一したいかっていうとそんなことはないし、なんでしょうね、別にアメリカべったりになりたいわけでもないので、まあ現状維持で政策を続けていきましょうみたいな人たちが大半なのでね。はい。だからその辺のなんか世論調査というか、なんかこういう話題も全然出てこないっていうのが、なんか当事者を無視して軽視して話が進んでるなというふうに私は感じて、そこもちょっと不快でしたね。はい。だから民進党と国民党の支持率ってまあ今結構拮抗しているので、もし民進党が倒れて国民党と民衆党の連立政権みたいなことになると、中国の態度もガラッと変わる可能性はなくはないです。まあ、そうなったら、周りの我々が何を言おうがね、対話有事がなくなったりとか、可能性がゼロに近くなったりとか、まあいろんな変化はあるかもしれないですけど、まあそれはね、ただ外国の人間がどうこう言うことじゃないし、そもそも日本はね、もともと台湾を植民地支配した、分際でね、台湾政治に対してなんか指図するというのは、やっぱりおかしいと思いますので、まあそういった意味でもね、やっぱり中国の言い分に乗ってはいけないんじゃないかなとは思いますね。天皇制は別にあってもいいが、裕仁様より愛子様みたいな日本を代表して生きる人が天皇であってほしい。いや、なんか愛子天皇支持がね、だから、右派の人たちの中で、なんか主流にならないの、私は本当おかしいと思いますよね。だって、だから外籍というか、元宮家の人たちを復活させてまで男系男子にこだわるみたいなこと言い出してるじゃないですか。なんでだよって思いますよね。そこなんだ、結局、こだわりはっていう。やっぱり天皇制とその血統主義とかイエスエイトとか男尊女卑みたいなののつながりはよろしくないですよね。はい。あくまで第三者という立場を忘れてはいけないと思いますね。で、とにかく今起こっている武力行使に地道に反対していくしかないと思います。そう。だからね、平和主義のメッセージをもっと送らなきゃいけないと思いますよ。なんかそういうことをね、ストレートに言うとね、あんまり賛同してもらえないのがね、ちょっと悲しかったんですいません、吐き出してしまったんですけど。だってさ、台湾の当事者の人たちが決めることなんだから、それは日本人がどうこう言える資格ないじゃんって思うんすけどね。いや、ほんと天皇制は解体するしかないです。実際台湾の人と話すと現状維持がいいと言ってる人が結構いました。独立も独立も微妙な反応でしたという。そうですね。だからやっぱりね、割れてるんですよ。今はやっぱり中国が怖いので、統一じゃないや、独立しようっていう人は少数派だし、統一しようっていう人はもっと少数派なんですよね。だからとりあえず現状維持でいいわっていう感じの人が多いみたいです。
どうですね。日本の大体の右派は、まあ女性差別をしたりですね。その男尊女卑をやりたいだけですからね。日本が台湾を植民地支配したことを何とも思ってない人が多い感じも怖いですよね。いや、ほんと怖いですね。まあ、右派の人たちはともかく、その、リベラル寄りの人たちはやっぱりその歴史をちょっと考えてほしいですよね。はい。っていうか、ミソジニーと、ミソジニストとかって、もう危険思想っていう風に言われてまして、だから極右過激主義への入り口っていう風に言われているので、だからね、本当に注意しなきゃいけない思想ですよ。そろそろというか、公式にやっぱり国として、対策をしなきゃいけないっていうふうに、まあ言われ始めているので、いろんなところでですね。はい。だから本当はまあミソジニーに対する、法整備を作ったりとか法律でそういう動きを禁止したりするっていうのが、必要なんですけれども、あんまりね日本だと全然そういうの進まないですよね。天皇に限らずやたらと血縁とか DNA とかのこだわりが強いのって一仲間とはいえ家父長制とか社会のつながりとかが昔よりは崩れていて、なおさら絶対切れない案として血縁とか遺伝子が重要視されてるんじゃないかなと思うんです。子供欲しいからってよしじゃなくて大枚叩いて不妊治療にかけたりしますし、なるほど。なんでしょうね。なんかまた血統主義みたいなこと言うのおかしいですけどね。なんでだよっていう、少子高齢化なのにっていう。そう、実際そう、ミソジニーからね、ヘイトクライムが実際起きてるし、フェミサイドとかも起きてますからね。だから危険思想なんですよ。危険思想なんで、危険思想姿勢を しなきゃいけないと思います。ちょっと待ってくださいね。BBC かどうかがなんか書いてたんだよな。イギリスで実際そういう風にですね、ミソジニー思想をね、危険視しなきゃいけないっていうことで、過激主義に指定しようっていう動きが今世界で少しずつ進んでるんですよね。ちょっと話題違いますけど、女性嫌悪を動機とする初のテロ事件、フランス当局が容疑の高校生を拘束。これ7月の事件なんですけど、ミソジニーを背景に女性の襲撃を計画したとして、フランスの国内治安当局は2日までにテロ共謀罪の疑いで、男子高校生18歳の身柄を拘束した。フランスメディアが同日伝え、女性嫌悪を動機とするフランスで初めてのテロ事件だったということですね。だから昔はこれ多分その女性嫌悪が動機であるっていう風に認定もされてなかったりとか、日本ではそういう報じられ方されないじゃないですか。女性を狙った通り魔とか言ってもミソジニーが動機だっていう風に言われないでしょう。だからそのジェンダー平等が進んだ国じゃないとやっぱりそういうことちゃんと言ってくれないからだと思うんですけど、インセル運動のメンバーだったみたいですね。はい。なので、こういうね、動きっていうのを法的に規制したりであるとか、イギリスとかではですね、過激派グループのようなですね、インセルは候補者として、認定しようっていうような動きも進まれてます。で、フランスの方でもですね、こういうジェンダー平等に対するバックラッシュっていうのは、行われているので、まあ、それに対する警戒とか広がってるっていうことですね。はい。あとマノスフィアって言われるんですけど、男性らしさにこだわるネットのコミュニティみたいなのがあって、まあ日本でもね結構あると思うんですけれども、まあネットミームとかで主流化しているそういうフェミニスト叩きとかですね、まあ一番わかりやすいところではひまそらあかねさんですけど、はいね、ああいうのが事件として実際起きたりしているので、こちら藤田直也さんがコメントしてますけど、なのでですね、やっぱりミソジニー思想が危険思想として認定されるべきだと思うし、こういう動きが徐々にですね、日本でも広がっていった方がいいんじゃないかなと思いますね。アークナイツはむしろ血縁について批判的な部分があって、養父母が彼女を引き取った後に実子として妹が生まれたんですけど、両親は姉が血縁の有無で疎外感を感じてほしくなくてレミエルという名前を付けたという。なるほど、ありがとうございます。だからね、なんかね、中国発でそういうゲームが出てるのに、ね、日本って未だに血統主義にこだわってるのおかしいなと思いますよね。本当にコラボさんの件とかもそうですけど、日本もミソジニーインセルにもっと批判的になるべきですね。はい。本当そう思いますね。
だからいろんな人種差別とか性差別の根源にまあそういうミソジニ主義インセル主義みたいなのがあって、まあ、その結節点になんか高市総理の話に戻すけど高市総理がいるっていう感じですよね。ミソジニインセルの人が受け入れる女性首相っていうのって言うとまあ高市早苗になるんだろうなっていうまあそういう意味でも本当嫌悪感がすごいんですけどね。はい。あとこれなんか概要欄に貼ったんですけど、自主考査で、ですね、電子台湾っていうのが、兄弟教授の、方がですね、台湾の現在と未来について、講演会をされるそうです。こちらからですね、お申し込み等できるんで、よかったら興味ある人はクリックしてみてください。私ももうちょっとね、台湾の植民地主義であるとか、ですね、日台関係とかについてもっと勉強しなきゃいけないなと、今回の件で強く思ったので、はい、ちょっと頑張って勉強しようかなと思っております。はい。ですね。あとはですね、ちょっと待ってくださいね。コラボといえば、ひまわの議員の浅野が裁判で負けましたね。ああ、そうですね。浅野議員裁判で負けましたね。でも、浅野のその判決ってすごい問題あって、不当判決なんですよ、正直。で、控訴しようっていうちょっと話が出てるみたいなんで、ちょっとその話しますか。なんだっけな、犬飼淳さん、私が以前にも取り上げたことがあるジャーナリストの方がですね、いつも、まあ、トラボの話取り上げてきたんですけど、彼がね、追求してるんですけど、浅野がですね、基本的に、あれが安すぎたんですよ。賠償金が安すぎたんですよね。賠償金が安すぎて、200万円ぐらい請求したのにですね、22万円ぐらいしか入ってこなかったんですよね。まあ、それ自体ちょっとどうかしてるんだけど、それだけじゃなくて、なんかいろんな意味で不当判決だったみたいなんで、ちょっと今出しますね。失礼。ヘイトクライムは女性や子供を守るためというスローガンで正当化されるのが大抵お決まりなので、日本の女性や子供を守るために殺したなどと供述したら、除名嘆願運動などが起きるんじゃないかというなんでしょうね。だから女性や子供を守るためみたいにそういうパターナリズムみたいなのが利用されるっていうこともあるわけですよね。でもそれもミソジニーの一種ですよね。はい。ごめんなさい。これちょっと全文見れないか。全文は見れないんで、まあ、有料記事なんでね、後で紹介しますので、興味ある人はですね、読んでみていただければと思いますが、コラボに対する攻撃の本質は、コラボの側の税金を投入した事業不正ではなく、デマの拡散によって収益をめぐる、誹謗中傷ビジネスであると。で、ある名誉毀損訴訟、まあ、浅野に対する名誉毀損訴訟で、不当判決が起き、浅野がですね、浅野澄直っていうそういう議員がコラボに対する誹謗中傷してたんですけど、なんか浅野さんがね、川崎市議会議員だったんですよ。で、川崎市議会議員だから、言論に対してはね、自由であるべきであるみたいな感じで、22万円しかね、追及が認められなかったんですよ。って、いや、市議会議員が拡散したんだから余計に問題があるでしょっていう話なんですけど、なのでですね、コラボ弁護団の皆さんは、この判決に関しては不当判決の可能性が高いということで、控訴することを今検討されているそうです。はい。暇さの最大の罪深さは裁判を完全に嫌がらせの手段にしてしまったことで、カンパという油田があるせいでいくら負けても痛手にならず、訴訟アタックという最低最悪の戦術を発明したことです。そうですね。だから訴訟で金儲けしてるから、誹謗中傷するわけでしょ。誹謗中傷して YouTube とかノートでね、金儲けして、まあ、まずくなったら去っていくというね、ビジネスモデルが完成しちゃったわけですよね。やっぱりそれは法規制するしかないと思いますよね。まあ、暇空さんは裁判で負けまくっているので、まあ、そろそろ刑事で、立花隆さんのように懲役を食らうことも視野に入ってきたのではないかという気がいたしますけれども、彼個人がね、捕まったところで、コラボを支持してた人たちがいなくなるわけじゃないし、浅野さんに関しても今元気なので、はい。
やっぱり彼らのね、行動を取り締まる法律っていうのが必要だと思いますし、政治家が人気目当てでやっぱりヘイトスピーチとかこういう、ミソジニー、ヘイトクライムにみたいな行為に手を出すっていうのは、防いでいかないといけないと思いますよね。名誉毀損の賠償金が安すぎます。コラボの受けた被害から全く足りないです。そう。まあ、被害金額から見てるとどう考えても不当判決ですよね。22万円は安すぎでしょ、いくらなんでも。しかも公人なんですよ、浅野って。市議会議員でそんなことやっていたのに、ひまそらさんのね、デマをばらまいて、まあ、コラボの2頭有名なさんってこの真ん中に映ってますけど、女性ですけど、誹謗中傷していたのに、それに対するね、罪が全く裁かれてないということで、まあ、控訴を今検討されているそうです。はい。ニトロさんのタフネスを基準にしたらね、大抵の人はね、みんな弱くなっちゃうので、ね、彼女はもう、特別だから、確かにヒーロー的だけど、彼女一人を持ち上げちゃいけないし、ああいう人はね、こういうね、何叩かれてもへこまないような人はね、めったにいませんから、普通の人は死んじゃうので、はい。真似してはいけません。はい。ひまちゃんは一般人が刑事告訴してまくってるし、今までの刑事告訴も併合されたみたいなので、ひょっとして一発実刑あるかもねって。いやー、期待したいですね。まあ、立花隆さんがね、ついに捕まりましたからね。おめでとうございます。久々にいいニュースでしたよね。立花さんの後にぜひ続いていただきたいですね。ひまそらさんはね。実際に裁判ってものすごい労力と精神的な苦痛ですからね、そう、普通耐えられないですよね。こんな毎日自分に対する誹謗中傷の文章を読んで裁判してみたいだろうって。やっぱり精神的にやっぱりタフでないとね、なかなか余人には耐えられがたいものがあると思いますので、はい。最近のひまちゃんはゲーム実況やってる。いや、さすがにもう誹謗中傷のビジネスは、まあ彼は無理でしょうね。はい。でもまあ、やめたからって許されるわけじゃないですからね。今までやったことがひどすぎますし、ごめんなさいしたぐらいで許されるレベルのことじゃないから、はい。東京都知事にまでなろうとしましたからね、この話で。小竹正義官さんも言ってましたけど、基本訴えられる側ってマイナスはゼロなんですね。いや、ほんとそうですよ。はい。だから、日本の法制度だとアメリカみたいに巨額の賠償金があるわけでもないし、被害者側に寄り添った判決を出してくれるのわけでもないので、まあ常に被害者に寄り添えばいいというものじゃないかもしれないですけど、でも基本的にやっぱりマイナスの面が多すぎるんですよね。労力ばっかりかかって、で、浅野さんに22万円請求できたからって、だからどうしたっていう話じゃないですか。彼に払えないわけがない金額だし、まあ、痛くも痒くもないわけですよね、ぶっちゃけ。はい。なので、浅野さんを、だから、こういう、コラボヘイトを流したことで、支持していたミソジニの人たちっていうのは、おそらく浅野支持をやめないと思うので、あんま意味がないですよね。はい。まあもちろん社会的評価は下がるでしょうけれども、もともとね、私みたいに浅野さんを激しく批判しているような人間は、ね、彼を支持しないですからね。はい。いや、本当ね、政治家が加担してんの最低ですよね。うん、でも、この判決は本当にね、ぜひ犬飼さんのデータ変える人はね、ぜひ読んでいただきたいんですけど、ここでは表示できないですけど、有料なんで、ね、判決文おかしいんですよ。で、だから浅野さんが政治活動をしていて、まあ政治的公共的な行動をしてるからみたいな感じでかえって減刑されてるんですよね。しかも二藤さんが有名人でそういう記者会見ができるから、記者会見ができる能力があるってことでなんかさらなる減刑みたいなこともされてるみたいなんで、いやいやおかしいやろみたいな。まあ興味ある人は読んでみてください。本当におかしいので、はい。橋本俺なんて生存の茶バイアスにこれ固まっちゃって、俺は死ぬほど努力して這い上がれたんだから、お前らは命がけで努力すればできるはずっていう風に、まあなんか維新に入っちゃうような人はそういう人多いですよね。彼が元祖そういうネオリベですからね。立花の関連で2人起訴されましたからね。そうですね。芋づる式にね、起訴されてほしいですね。まあ、浅野さんじゃない。ひまそらさんは直接立花とは関係はないですけれどもね。はい。ちょっとお水飲ませてください。
い、失礼しました。ひまそらさんに関しては、まあ普通にインセルテロリストでいいんじゃないですか。分類するとしたら。まあ訴訟をね、たくさんする人って、正当な理由がある場合とスラップである場合と、まあ両方あるので、訴訟すること自体をね、悪く言うのはね、ちょっと、違うかもしれないっすね。それだとね、左派でも結構、なんだ、上脇教授とかもね、何でもお前訴訟しやがってみたいなことを言われちゃうかもしれないので、はい。正義のために何でも訴訟するのは別にいいんですよ。そう、N 国の浜田もね、暇の議員ですからね。で、立花さんの関係者ですから、まあ、浜田聡さんがそうですね、二人の結節点ですよね。で、浜田さんがもし逮捕されるような事態になれば、まあ、暇空さんもね、逮捕されるかもしれないですね。はい。浜田さんがそうですね、直接立花は強くは関わってないはずですけど、まあコラボ事件に関してはね、浜田さんがコラボで、そういう誹謗中傷とか噂を広めてた張本人の一人でしたね。ミソジニーとアンチフェミからデマ扇動にあれだけのカンパが集まってきたのが問題ですね。いや、まさにね、そのインセル過激主義の問題だと思いますよ。で、こういうね、インセルの人たちっていうのが、そう言って、誹謗中傷であるとか、暴力犯罪を起こして、まあ、それに対して強い支持が SNS とかで巻き起こり、減刑を求められたりとか、模倣犯が出たりとかっていうのが、ね、過激主義の問題なので、はい。だからね、やっぱり思想自体がね、危険思想だということを認知してほしいですね、アンチフェミの人たちは。なんかフェミニズムは過激なことを言うからね、アンチなのは当たり前だみたいなことを言ってる日本の人たちが特に男性多いですけれども、そんなこと全然ないからね。アンチフェミ思想って危険だから。普通にそういう女性への暴力とかにつながっていく思想ですからね。はい、フェミニズムとは全く次元が違うので、はい。長賀さん、こんからずです。スパチャありがとうございました。ありがとうございました。読み上げさせていただきました。本当ありがとうございました。落下の報告どうでしたか？温かいメッセージもありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとヒマーノンの話とかしてたんですけど、浜田も斎藤も人を引きつける能力のない N 国党も終わりでしょう。まあ斎藤さん離党しまして、まあ逃げましたよね、あの人はね。だから浜田さんはなんか統一教会とのつながりはあるかもしれないですけど、まあもう政治家としては戻ってはこれないんじゃないですかね。ただ彼のそういうそのコラボ関連とか斎藤元彦関連でやったことが清算されたわけでは全くないので、まあぜひとも訴えられてね、何らかの罪に問われてほしいなとは思いますけどね。はい。後でこの記事、ですね、犬飼さんのレイウスネターですけれども、リンク作っておきますね。はい。あとはですね、まあちょっとこれなんか、そういえばこいつもヒマーノンだったなということを思い出しながら最後にというか、これちょっとすいません、今来た方もいるけど気分悪くなる映像かもしれないですけど、ちょっとご覧いただきたいのですが、ですね、元ヒマーノンでもうN 国でも有名な、河合祐介さんというヘイトスピーカーの議員さんがいるんですけれども、まあ彼が突命されるという事象が起きましたので、ちょっと最後に紹介したいと思います。差別をやめろ。今生きてる人間の邪魔すんのやめろ。差別をやめろ、ボケ。差別をやめろ。今生きてる人間の邪魔すんじゃねえよ。生きてる人間の邪魔すんな、おい。じゃあ近く来んな。やめてください。警察呼びますよ。やめてください。勝手に呼べ。ボケ。なんで行かないかんねん。俺これが仕事はボケ。お前が警察的ヘイトスピーチは法的に取り締まられなきゃ。差別をやめろ。はい。まあでもこれ泣き顔みたいになってますけど、これ演技ですよね。左手でスマホ持って自撮りしてるんですよ。だからこれでまあなんか、
このね、お相手の方を誹謗中傷する動画とかをまた出してるみたいなんですけど、これをやったのがね、シャンシャンさんっていう方で、ずっとパレスチナ連帯運動とかやってる人です。ちなみにこの後、河合と愉快な仲間たちに囲まれ仕事先までついてこられそうになって並行したんですが、全員私を構ったせいで凱旋がほったらかしになり、その後再開もされなかったようです。一人で差別凱旋を一つ潰せたのは大成果ですし、遅刻した回もありましたと。で、河合さんがですね、なんか中国に抗議するっつって、中国大使館前に行くみたいなことをほざいていたんですけれども、彼ね、ビビってやらなかったんですよ。で、サンシャンさんがね、一人で中国大使館前に行って、植民地主義国家の市民から帝国主義国家への政府への怒りを込めて抗議するということでですね、台湾市民のために一人でシャンシャンさん抗議しに行ったんですよ。すごいよね、この方。はい。いや、まあ、もともとね、パレスチナ運動とかでね、私一応知ってはいたんですけれどもですね、同じ日にこの行動をしてるのはすごいなと思います。ほんと尊敬しますね。はい。まあ、ただね、こういう行動をするのが、やっぱり本当にシャンシャンさんぐらいしかいないっていうのが、今の実情なのかなという気もするんですけどね。はい。いや、ほんと見事なカウンターでしたよね。ね。生きてる人間の邪魔をするなっていうのがね、フレーズがかっこよかったと思います。河合祐介は芸人が一発ギャグ当たるまでキャラチェンする感覚で政治思想を変えてる。ある時は一夫多妻、ある時はアンフェ、信念などない。あ、それは言われてますね。だって、SDGs とか言ってたんですよ、昔。前私取り上げましたけど。5年ぐらい前は、だからリベラルぶってた時期もあったんですよ、彼。で、それが全然受けなかったんで、キャラ変してネトウヨみたいになったんですよ。まあ、その前にジョーカーになったりとかいろんなことをしているわけですけれども、まあ、要は信念なんかないんですよね。別に、中国に対抗したいわけじゃなくて人気が取りたいだけなんで、こういうね、リベラル派の人たちからも嫌われそうな行動は絶対しないわけですよね。リベラル派というか、右派の一部の人たちからも嫌われそうなこととかは絶対しないわけですよね。中国に抗議するとかで。はい。河合祐介のせいでジョーカーの映画見る気が全く起きません。まあ見なくていいんじゃないですかね。いやでもほんとジョーカーに対する風評被害だよな。近いうちにもっぺん見に行きます。お客さんの数がすごすぎて食パン限定の劇場パンフが公開初日で売り込めました。ということですごい人気ですね。ありがとう。お疲れ様でした。ご視聴お疲れ様でした。ジョーカーは見なくていいで。ジョーカーさんありがとうございます。映画通ですね。生きてる人間の邪魔をするなっていい言葉ですよね。いや、とてもいい言葉だと思いますよね。ね、全く反論できないでね、なんか自分はね、おかしな左翼に、やられましたみたいなことをね、言ってるのも情けないし、まあ、こういう人間の卑怯さがよく現れてるなと思いますよね。はい。差別売り物にして飲まし入れること知らなかった。そうなんですか？知らなかったの？潜りすぎだろ。はい。やっぱり全然興味ないんですね。在特会とかのこと調べてたらね、知らないわけないですけどね。トランプの代わりにタロットの小アルカラを使うのをお勧めします。具体的なアドバイスが来てる。はい。で、補足なんですけど、国民国家を批判する人は遠くにいる見知らぬ人を同じ国民とくくるのは土台無理だなどという、確かに一理ある。だがそれを一理言い出したら、遠くにある見知らぬ外国人について彼ら同じ人類なのだから適切せず有効な関係を築くべきだと人類に対するカテゴリーに訴えるのも難しくなってしまう。私は混ぜっ返しがしたいわけではない。国民国家の最大の問題は、ある時は国民である人々は非国民と恣意的に区別することにあり、我々はこの国民国家の難点を乗り越えて見知らぬ人々とのより良い関係を築くことを目標とした方がいいのであって、見知らぬ人々との関係を諦めるようではいけない。もしも見知らぬ人々との関係を諦めてしまったら、我々は遠くにいる面識のない他人が虐殺されようとそれに心を痛めることができなくなってしまう。あるいは未来のまだ死ぬ子孫の生活を思うこともできなくなってしまう。それはそれで気楽に生きられるだろうが、なんともつまらない生き方になってしまうと、いうことでですね。まあ、日本、中国、台湾の関係見てると国民国家っていう概念ってすごく難しいと思うんですけど、まあ、台湾としてはね、やっぱり国として認められたいっていう気持ちの強い人も多いですし、思うんですけど、ただね、どう考えてもレイシズムはね、認められないですし、なんでしょう。
で、一つの国が一つにまとまればいいというものでもないので、その辺はですね、やっぱり民族のアイデンティティとか、自主決定権を重視しながら考えていくしかないのかなというふうに思いますね。はい。映画館に行くのが好きなだけの人間です。いやいや、毎回見に行ってて素晴らしいなと思います。千葉北タイガーとか言ってる連中がロバチが目の前にいても知らなかったみたいな事例最近多い。でも、それなんか言ってません、ご本人言ってませんでしたっけ？あれ、一周したって言ってましたよね。ごめんなさい、私、うろ覚えなんで、間違ってたら申し訳ないです。おっしゃってた気がする、どっかでおっしゃってた気がするんですけど、いや、自分も知らない奴らがいっぱいいるし、要は在特会の世代とは一周して、ノンポリの人たちが、元ノンポリの人たちが、で、最近なんかね、参政党とかで煽られて目覚めてしまった人たちが、ヘイト外戦とかに参加するようになってるって。だからその在特会の当時のことを知らない人はね、当然ね知らないと思うのではい。でもなんかその世代交代が起こるぐらい活発なね集団になってるっていうのがまたおかしいですよねなんでこんな集団が世代交代起きて共産党さんは世代交代しねえんだよって。いや、共産党さんも若い人来てるけどさほんといや、河合さんほんとね、被害者ぶった顔するのは上手ですね。はい。被害、いや、確かにその心切り抜きだけ見たら被害者ぶって見えるのかもしれないですけど、いや、あなた、今まで何してましたっていう感じですよね。めちゃめちゃ、なんか差別的なこと怒鳴ってたじゃないですか。川口市にゴミ拾いという名のヘイト外生していて、潜入していた野場市にお名前は何ですかと言っていて、そういう風に聞いてたんだ。本当に知らなかったんですね。気づかねえのかよっていう。そうですね。ヘイトデモにやっぱり新規加入者がすごい多いんでしょうね。はい。札幌でも100人来ましたからね、光景もゾワッとしましたけれども、多分ね、在特会とか参政党とかね、保守党とはまた違う層の人たちなのかなと思います。ショート動画で上げましたけど。いや、家族連れの人とかね、いましたからね。はい。だからね、やっぱり参政党の巨大な罪っていうのは、ノンポリの人たちがヘイトデモに参加してもいいんだみたいなことを思い出したことじゃないかなと、私は思うんですけどね。はい。いやー、本当に罪が大きいですよ。ただね、本当ここまで言ってくると、最後、シャンシャンさん、言いかけて、河合が逃げたんで、言えなかったと思うんですけど、当然法規制しなきゃいけない話だと思うんで、やっぱり法律でね、こういう、わけのわからん政治活動、ヘイトスピーチをする輩っていうのを規制しなきゃいけない段階にもう来てると思いますね。はい。それでも芝鍛える名前だけは残ってるのにっていういや、でもやっぱり在特会の人たちよっぽどトラウマだったんでしょうね。相当野間さん怖かったんだなっていう芝北は暴力集団みたいなはい。っていう感じですけど。ウィシッタ近くの都市でも、排外主義演説みたいなのを見ると、かなりの恐怖を感じます。いや、でも本当ね、ヘイト団体って恐怖ですからね。普通にだから、非常に自分たちが、極端で攻撃的なことをやってるっていうことは自覚していただきたいですよね。だから私たちはなんか、安心と安全を求めてるだけですみたいな人が最近特に多いですけれども、とんでもない話ですよね。あなたたちの方がよっぽど暴力的だよって思いますよね。そう。怒鳴ればいいっていう、怒鳴ってなければいいってもんじゃないからね。そう、良くも悪くもみんなやってるからハードル低くなるって。そう、参政党はね、ヘイトのハードルを下げてしまったのが本当にやばいですよね。うん。そうですね。寄付のハードルも下げていかなきゃいけないし、やっぱりヘイトスピーチ反対をするのもね、今はハードルがやっぱり高いと思うので、下げていかなきゃいけないですよね。だから本当は在特会問的なものを一般化するんじゃなくてね、ヘイトスピーチに抗議する人を一般化しなきゃいけないんですけれども、なかなか難しいですよね。排外主義に唐突に財務省を解体とか叫んでる演説カーバーを見て、呆れよりも恐怖が先に来ましたただね、彼らやっぱ陰謀論者だから繋がってんすよ。横の繋がりがあるんですよね。で、今までは、財務省解体とか、反ワクチンとかに集ってた人たち、うっすら極右の成功はあったけれども、極端な外国人ヘイトスピーチみたいなことはやってなかった人たちが参政党が登場してから、
参政党ってだから反ワクチンのグループの中でも結構大きいグループだったんで、そっちに乗せられて、まあそちらの方向に一気に突き進んでいったっていう。だから参政党はまあ昔からそういう反ワクとかの活動もしてますけれども、彼らが本格的な外国人差別に舵を切ったんで、みんなそっちに流れてったっていう話なんでしょうね。烏丸さんのショート動画、ハテナハテナの字幕をなんとか聞き取ろうと繰り返し見ているのですが、2つ目のハテナハテナは聞き取れてません。ありがとうございます。何回も見てくださって。1つ目、日本人差別をやめろか。すいません。私、ちゃんと聞き取れてなかったですね。申し訳ございません。私がですね、以前ちょっと出したショート動画で、札幌でですね、そういうヘイト外旋をした連中がいたんで、それを、撮ってったんですけど、なんかね、言ってることが全然聞き取れなくて、これですけど、ちょっと音が大きいかな。だからこれもね、北海道でも財務省解体デモみたいなことやった人がいたんですよ。だからその人たちだと思うんですよね、おそらく。構成員としているのはモザイクかけてますけど、財務省解体して無限に日本円すりまくるのが理想なんですから、いや多分彼らはそういう理想があったんだと思いますよ。はい。呪物を流すのやめて、メンタルがいやちょっとミュートしとくか。さすがに確かに音声これ結構きついですからね。まあ、芝木隊を無視してくださいとかって、芝木隊じゃないんだけど、その抗議してる、たった一人で抗議してる方がいたんですよね。その人を芝木隊呼ばわりして、なんか、わー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 言っていたんですけれども、まあ、なんか、まあ、そういう集団でしたね。で、移民で政策に反対してるのであって、移民に反対してるのではないとか、まあ、私が聞き取れた部分でも、お前たちの方が日本人差別してるだろみたいなことをね、盛んに言っていたんですけれども、やっぱり差別っていう言葉の意味をよく分かってないのかなっていうふうに思いますね。日本国内で日本人差別するのってかなり難しいじゃないですか。不可能ではないですよ。不可能ではないけど、理論上は可能っていうレベルだけど、理論上は可能だけれども、極めて難しいですよね。それ差別っていうのはどういうものかっていうことを考えれば、日本国内で日本人差別、いわゆるそのマジョリティ寄りのね、大和人ルーツの日本人の人たちを差別するっていうのは相当難しい行為だっていうのわかると思うんですけど、でもこの人たち差別じゃないぞ、区別だぞみたいなこと言ってるからまあやっぱり何も分かってないんだろうなという気がしますよね。ただこういう人たちはやっぱり嘲笑しててもあんま意味なくて、どうやったらその、差別の定義とかを伝えられるのかなっていうのを、考えながらこれを撮影していたんですけれども、でもこの2回目の時とかの罵倒とかは本当にね、共産主義が中国の手先かお前これやろうみたいなことを言ってまして、なんかもうちょっと取り付く島がなかったですね。はい。ちなみに私は講義自体はちょっとしてません。急遽撮ってたんで、撮影のみしてました。はい。呪物を流してしまいすいませんでした。そう、日本人が大多数の中では差別できないですからね。だから日本国内で日本人差別という行為をするとしたら、例えば白人マジョリティの会社を作って、その、白人ルーツの人とか、白人じゃなくてもいいけど、外国籍の人たちが中心となる会社を作り、その中に、例えば中国人でもアメリカ白人でも何でもいいけど、そういう、限られたゲーテッドコミュニティの中に、日本国籍の人を放り込むぐらいしか、方法がないですからね。で、その中で、差別行為をすれば、確かに日本国内で日本の人たちを差別したっていうことになるでしょうけど、なかなか無理ですよね。よっぽど強い権力勾配とかがないと、限られた条件下でないと、日本人を差別することはできないですよね。南西党の他にもかつては反ワクを掲げていたのに、今はワクチンのことは全然喋らず、外国人ヘイトに方針を転換した団体があると聞いています。なんかそういう団体いっぱいあるみたいですね。その時その時で受けるネタをやってるだけなんでしょうね。ほんとひどい人たちだと思いますよね。いやー、そう、モザイク越しでもわかると思うんですけど、普通の人たちなんですよ、見た目が。それが一番やっぱ怖かったですね。はい。ほんとどこにでもいるような感じの人たちだったので、はい。第4帝国第4帝国岡田克也さん作る気あんのかな
怖いのは一定数本気で日本人が差別されてると思ってるやつがいること。そうなんですよね。それほんと怖いですよね。だから日本人差別やめろみたいなこと言うっていうことは、少なくともその自分たちが差別されているっていう風に感じているっていうことですよね。だからなんて言うんでしょうね。やっぱり差別の定義をよく分かってないから、その自分たちが批判されると差別されているっていう風に感じてしまうんだと思うんですけれども、差別ってそういうものじゃないんで、はい。そう、服装を見てもね、旧来のネトウ輸送とは全然違いますよね。はい。なんか、いかにもな、そういう右翼の人たちっていう感じでは全くなかったですね。はい。ちょっとモザイクラッシュの動画は上げられないですが、そう、共産主義とか中国とかも意味がよく分からずに使ってますよね、おそらく。うん。そう、でも日本の人の定義ってね、先ほどの国民国家の話でもありましたけど、やっぱり定義ってすごく曖昧ですからね。だからいくらでも恣意的に線引きできるんですよ。だからそこが一番危ういところだし、その差別を差別でないみたいなこと言うのって、その辺の線引きをですね、恣意的にやってる可能性が高いんですけれども、だからそのことをね、やっぱりもうちょっと私も分かりやすく発信しないといけないなと、分かってもらえないなというふうには思っているんですが、はい、よく分からんっていう人はぜひ聞いてください。私に答えられることだったら答えます。参政党の支持にだったかつての知人に差別加担だからやめろと言ったら、そうやって私を否定するの差別だろうと言われました。なんか典型的な反応だな。それ辛いですね。だからなんていうのかな。やっぱり差別とかヘイトっていうのを自分が批判されるとか、その誹謗中傷は誹謗中傷でとか人格否定のレベルだったら、それはね、やってはいけないことですよ。それはそれでやってはいけないことですけれども、それってヘイトスピーチとは違いますからね。ヘイトスピーチはそういう属性とかに関して差別することですから、誹謗中傷とはただの誹謗中傷ではないんだよな。誹謗中傷の大きな括りの中にヘイトスピーチというカテゴリーがあるっていうことであって、誹謗中傷にあることには間違いないんだけれども、そこをね、ちゃんと区分けしないといけないっていうことですよね。国民国家って独裁や王政ではなく、むしろ民主主義から生まれてきた。そうですね。やっぱりナショナリズムの高まりっていうのをね、いやおうなしにやっぱり高市政権下は感じますよね。いやでもナショナリズムが高揚してなんか、経済とかがやばくなってんのに、ほらワクワクしてきたぞみたいなノリで崩壊してくのって、大日本帝国ですからね。いや本当なんか中国に今、叱られているのが最後のチャンスだと思うので、引き返すべきだと思いますね。こういうポピュリズム排外主義にそうですね、本当にいろんな意味で世界がひっくり返されてますからね。はい。実際に私も最近は電車の中で隣の女性たちが駅名の表記に中国語とかハングルでの表記はいらないとか言ってるのを聞きました。いやー、ネットでの排外的な主張を真に受けてしまってるんですね。そう、不当な扱い程度の、確かに差別ってその不当な扱いなんで、完全に間違ってるわけじゃないんだけれども、ただ不当に扱っただけだったら、それはただの誹謗中傷とか人格攻撃とかに当たるかもしれないけれども、差別ではないですよね。はい。だから批判と中傷の区別も多分よくついてないと思うんですよ。だからそこからじゃないかなと思うんですけどね。差別って権力勾配のことを抜きには成り立たないんですが、こういう構造的なことを理解しにくい人はそうなんですよね。結構いると思うんですよね。マジョリティが権力を持ってるってこと自体が多分自覚されてきてないんだと思いますね。それって別にその貧しいとか、自分はこんなに苦労してんのになんで権力者なんだっていう風に言う人が特にたまにいるんですけど、そういう問題じゃないですからね。はい。でもネットのせいで始まったというか、ネットのせいで可視化されてまとまり始めたっていう、そうですね。もともとやっぱりそういう素地はあったんでしょうね。残念ながらね。国民が政治の主役になるということで、国民とは誰のことを指すのかが強く意識されることになるし、大多数の人間で意思決定するとなると、意思疎通手段として共通言語の必要性が広まるが、誰もがバイリンガル、トリリンガルになれるわけじゃないので、単一国家に統一されることになるが、大抵マジョリティの言語が選ばれ、少数民族の言語は排斥される。そうですね。だから日本語が喋れないなら日本人じゃないとかって、平気で言う人がいるわけですけど、そんなわけがないし、でそこを恣意的に線を引いて、非国民だっていう風に言ってしまうというのが最大の問題ですよね。はい。この、日井さんがコメントしてますけど、
受け取り先が差別だと思ったら差別だという戒めはありますが、これと悪魔合体した結果、私が不当な扱いをされたと使える無敵ワードとして割ってかれた。なるほど。そこか。そうですね。そこほんと教えたやつが悪いですね。受け手が差別だと思ったら差別だっていうのは、それってあくまで戒めの言葉であって、差別の定義と違いますからね。確かにそうだし、そういう風に思って配慮した方がいいのは事実であるけど、人権って配慮の問題でもないし、差別というのは、ぶっちゃけその自分がどう感じたかとはあんまり関係がないので、多分高市さんとかはだって女性差別されてきたって多分彼女があんまり感じてないでしょ、おそらく。まあ感じてるかもしれない。いや、わかんないです。内心はね、ことはわかんないしね、ずっと感じてたかもしれないので、でも多分あんまり自覚できてないんじゃないかと思うんですよね。でも、やっぱり受けてるのは女性差別ですよね。だから、なぜかアベノミクス、高市のミクスじゃなくて、アベノミクスじゃなくて、サナエノミクスみたいなこと言われたりするのも女性差別ですからね。はい。そう、差別は社会構造の問題なんで、日本国首相だって差別されるわけだし、そう。だからね、その辺の理解がやっぱできない人が多いのかなと思いますよね。そうだからね、やっぱりその差別はいけないことだから配慮しましょうとか、思いやりを持ちましょうとか、なんでしょうね、その差別って感じたら差別なんですよみたいなことを多分言った人は善意だと思うんだけど、そういう言い方って本当良くないと思いますね。非常に誤解を招くので、そういう問題じゃないからね。悪いですけど、関係ないから。ぶっちゃけその本人の気持ちとはあまり関係のない問題なんで、差別されてると感じてなくても差別が成立することってたくさんありますのでね。はい。だから、これって差別じゃないかなって思ったら、それ人に相談したりとか、考えてみて、差別だと思ったら、それを訴えていいんですよ。はい。それが権利を行使するっていうことなんで、はい。なんでね、そこら辺の説明がやっぱり難しいのかなと。だから学校で人権教育ちゃんとしてくれよっていう感じなんですけどね。YouTube で学ぶのは良くないと言いながらね、YouTube で私こういうことをいろいろ言ってできるんですけど。地方のイオン付属の映画館とか小規模な映画しかやってないし、すぐ終わりますからね。そうですね、それ良くないですよね。まあ、純正に差別だと思って使っているというよりは、差別という概念にひびを入れられるレイショー的カウンターとして、じゃあこれも差別じゃないのって使ってるだけだろうとは思います。なるほど。まあ、それはあるでしょうね。まあ、半ばその悪意ある人というか、わざとやってるような人に関しては、まあ本当にね、差別、まあ多分河合祐介とかに関してはね、何が差別だか理解してないわけではさすがにないと思うから、まあ反差別のこととかは一切知らないんだろうけど、だからまあ適当に何が差別だって言うんですか、僕差別してないですみたいなことを言いたいがために、まあ言ってんのかもしれないですね。はい。なんていうか差別だとかそういうワードがカジュアルに消費されがちですよね。〇〇辞任とか。いや、そうですね。だから差別関連のワードをそう言ってなんかカジュアルにネタ化するのも非常に良くないですよね。いや、ギャグにしていいことじゃないですからね。はい。ねえ。だからそういうね、人権を守るために作ったワードが差別に利用されたりとかするのみんなしんどいですよね。勝ち負けの世界で生きている人にとっては差別という言葉を使い返すのは勝ち筋なんです。なるほど。それはすごい説明だ。ありがとうございます。さすが。なんかそれですね。ネオリベですよね。なんか勝ち負けで物事を決めるみたいなのは、確かになんかネオリベラリズムを感じる。まあ、さっきね、損得だけで物事を考えるとか、そういう話を最初の方にしましたけど、だからネオリベの人たちってね、まあ、生活保護の話とかもそうですけど、まあ、すぐに勝ち組、負け組だとか言いたがったりとか、まあ自分は負けてないみたいなことを、精神的勝利みたいなことを言い出したがるじゃないですか。でもやっぱりそれって非常に良くないですよね。実際にそれで自分の権利が何か守られてきたわけじゃないし、他人を傷つけてるだけなんで、はい。やはり非生産的だと思いますよね。とあるろう者のコスプレイヤーさんが、耳聞こえてないから DVD が配信されてから見ますという趣旨のこと言ってて、もっと字幕とか普及してほしい。そうですね。今 YouTube の私も自動字幕に頼っちゃってますけど、もっとね、やっぱり字幕機能充実してほしいなと思います。
リアルタイムで本当は字幕つけてほしいんですよね。中国だとマジョリティ差別というか漢民族同士の差別がひどく、地域によっては外国人や少数民族より他地域の漢民族が差別されるケースもあって、日本だとめったにこういうことはない。そうなのか。いや、やっぱり中国もだから本当はだから人種差別をちゃんと禁止しないといけないと思うんですけど、野放しですよね、おそらく。雰囲気だと。だからいろんな差別とかひどいんでしょうね。2時3時でまたそんなこと言ってるやついんの？いや、私前にそれでも取り上げたやつじゃないですかね。2時3時で検索してみてください。私一回それ言ったことあるぞ。そいつとは違うやつかな。質問したいことがあるんですが、文章がまとまってないので、後でコメント欄にカラスマさんに質問していい？もちろん。今ね、見てる方で、後でアーカイブでコメントしたいなっていう人もよかったらですね、コメント欄に書いておいてください。ぜひ、返事遅いかもしれないけど、返信させていただきますんで、よろしくお願いします。そう、だから精神的勝利みたいなね、中国に対してザワーみたいなこと言ったって、あなたは何も勝ってないし、この状態になってんだからね、現実見てくださいよっていう話ですよね。だからなんか精神勝利でなんか全てを片付けるみたいなのって本当大日本帝国イズムなんで、日本が破滅する前にやめるべきだと思いますし、まあ高市さんをはっさと辞任してほしいです。はい。また最初に戻ったけど。そう、機械翻訳だとやっぱり限界ありますよね。はい。違う番組なんだ。いや。もう、そこは本当コンプライアンスダメなんじゃないかな。また批判しなきゃいけないのか、本当にもう。あんまりなんか同業の人をわーわー言うのって、それこそね、訴えられたりしたら困るから、私も。あんまり言いたくないんですけどね。うつさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ただ差別に反論するのは誹謗中傷ではございませんのでですね。はい。以前のはそうですね。はい。違うやつなのか、じわじわ定着してきてんのげんなりしますね。はい。自称何々から自負ぐらいまでの自変ワードとして回収されちゃって混同されてるのも厄介ですね。そう。自称と自認は違いますからね。だから差別と区別が違うように、自称と自認は違いますんで、やっぱり日本語自体がやっぱり劣化してるって言い方したらちょっとあまりよろしくないかもしれないですけど、今、その日本論とかを言ってる人で私ちょっと注目したのが、今日本でこういうヘイトスピーチとか、めちゃくちゃなことが続いているじゃないですか。で、こういうのがね、ばっこしていくと何が起きるか、最終的に何が起きるかっていうと、日本語自体が破壊されると。だから、私は存立危機事態と言ったけど、存立危機事態と言ってないみたいな話が今まさに起きているわけじゃないですか。で、質問するのが義務なのに質問した方が悪いみたいなこと言われてるでしょ。だからこれってもう日本語というかですね、日本語のコミュニケーションが破壊されてますよね。で、あまりにこういうことを続けていくと、よくずるい政治家がそうやって嘘ついて逃げるのはいつものことかもしれないですけど、あまりにこういうことが常態化していくと、やっぱり日本のね、そういうカルチャーであるとか、最終的にその日本語でのやり取りやコミュニケーションっていうのが破壊されていて、日本文化が最終的に破壊されていくっていう、ちょっと論考をちらっと見て、いや、それはまずいなって、日本を本当に終わりじゃんって思っていました。はい。ちょっと、素朴というか、アホみたいな感想で申し訳ないんですけど、やっぱりね、安倍公文みたいなので答えたりとか、小泉公文で答えたりするのって本当に良くないし、それがやっぱりギャグとして通じちゃってるのもよろしくないと思いますよね。うん。だから岡田さんとか石破さんとか私は保守だしあまり好きな政治家ではないですけど、やっぱり日本語大切にしてる人たちだと思うんですよ。だから日本語が大切だから日本語の細かいニュアンスを知らなきゃいけないから高市さんに質問したわけですよね。それって全く正しい行動じゃないですか。でも高市は何も分かってないから適当なこと言って大騒ぎになっちゃったわけですよね。で中国語に翻訳されたらさらにまた違うニュアンスが入ってくるわけでしょ。中国に対してのしかも台湾に関する攻撃だというですね、中国の人から聞いたら確かにそうとしか聞こえないことを答えていたので、はい。
だからね、やっぱ翻訳っていうのも難しいと思うんですけど、日本語をね、もっと大切にする人がリーダーであってほしいですね。はい。まあ辞任という言葉自体がやっぱり不適切だったのではないかって、日本の語のニュアンスだとアイデンティティとかアイデンティファイなんで英語に直すとちょっと軽いじゃないですか。辞任してるっていうと、自称してる人たちのことを辞任してますみたいなことを言うことも確かに日本語の用法としてはあるので、まあ本当はちょっと日本語に適切な言葉があまりなかったっていうことなのかなとも思ったんですけど、ただね、やっぱり9割ヘイトスピーカーの人たちが悪いと思いますよ。やっぱバカにするのがおかしいですよね。はい。募集したのではなく募っただけみたいな。そうそうそう。それが安倍さんの名台詞ですね。名台詞で言っちゃいけないんだけど、ある時にね、募集、私は確かに広く募らせていただいたがね、募集したわけではないみたいなこと言ったんですよ。どういうことだよっていう、桜を見る会の時ですけれども、ね、もうこれが究極の日本語破壊ですよね。日本語がここまでめちゃくちゃだと、もはやなんか話通じないじゃないですか。後ろに高市さんがいるな。これ2020年の安倍さんの在りし日の姿ですが、立憲民主党など野党が首相主催の桜を見る会のめぐり、安倍晋三首相による公的行事の私物化問題を前日に続いて質疑したところ、功績や功労と無関係に参加者を募集した疑いを指摘されると、首相は幅広く募ったが私は募集してないというふうに言ったんですよ。意味わからねえ。同じだろってそれはっていう。まあでもこれが定着しちゃったんで、まあいつまで森かけ桜にこだわってんのみたいなことも言われて、なんかうやむやにしようとしたわけですね。はい。本当は安倍みたいな人をやっぱりね、日本語に対して誠実でなかったので、まああんまりなくなってるからもうあれなんだけど、やっぱりこういう人をリーダーにしてはいけないんですけど、安倍さんが8年もリーダーをやってたことの悪影響っていうのは確実にあると思いますね。はい。そうですね。元の差別的なワードが伝わずにね、面白ワードになっちゃってんのきついですね。まあ、斉藤元彦さんもね、完全に日本語破壊してますよね。だから私はなんか一般論として誹謗中傷性の高い文章だと受け止めてますとかね、彼の場合はやっぱコミュニケーション破壊の面が強いと思うんですけど、受け答えになってないじゃないですか。そんなこと誰も質問してないって、イエスかノーで、千代さんとかイエスかノーで答えてくださいって言ってるのに、イエスともノーとも言わないでしょ。はい、それおかしいよね。そう、辞任という言葉の使い方がどうかっていうのがね、そもそもね、ヘイト的な言葉で使って解釈してるのがおかしいので、はい。それはね、本人のアイデンティティは認めるのが当然なので、確かに小泉公文とか石丸公文とかあるけど、そう、コミュニケーションを破壊してるだけなんですよね、彼らね。だから、ああいう人を政治家にしちゃいけないんですよ、本当は。だから、言葉が強いとか、カリスマ性があるとか、ミームになるっていうのとはまた違う話ですからね。言ってることがおかしいだけだから。はい。いやー、でも、二次フォロワーやっぱり無限に出てくんのかな。そう、人権もね、本当はね、なんでしょうね、権利って、理性の理にした方が良かったんじゃないかって、まあ、福沢諭吉は差別主義者だから私好きじゃないんだけど、まあ、一部のね、明治時代の学者は言ってて、やっぱりそうするべきだったんじゃないかなと思いますよね。権利って今、利益の利になってるけど、それだと利権との逆のニュアンス、利権と同じ字を使ってるじゃないですか。良くないですよね、イメージが。だから権利を主張するやつはこうやってね、利権を募ってなんかやってるみたいなイメージがついてしまったんで、やっぱり翻訳を間違ったんじゃないかなという気はします。まあ募集と募るのもね、今言いたいことは分かんなくはないんだけども、斉藤元彦さんと一緒で、まあ言い訳すればするほどこういうまずい感じになっていくっていう話ですよね。広く受動的な姿勢をとっていたが積極的に呼びかけてみたいわけではないと。そうですね。そういう言い方してれば多分揶揄はされなかったと思いますよね。でもまあ安倍さんはね、ある意味正直というか、まあ実際同じなんだけど、実際同じですっていう頭があったから多分こういう言い方になっちゃったんじゃないですかね。
運命を点々と読むのはあんまり私も霊障できないなっていうところはありますけど私も漢字苦手なので。漢字苦手とか知識がないとかボキャブラリーがないっていうのはまあしょうがないんですけど、まあこれはね、本当人を言い訳したくてこう言い訳したいっていう気持ちが前面に出てる言葉なんでね、これは揶揄されてもしょうがないと思いますね。はい。そう、言語というものの擁護者なんでずっともやもやしてます。いや、でもこういう言い方され続けるともやもやしますよね。はい。まあ、菅さんも菅さんでひどかったですね。菅さんはどっちかっていうと、やっぱりコミュニケーション不全の方でしたよね。マスコミの人たちとまともにやり取りできなかったじゃないですか、あの人。で、そこが、だから菅さんの強さだとか、なんか官僚らしくパシッと答弁するのだみたいなことで言われて称賛されてたんですけど、でもまあ五輪とかコロナの件でかなり追及されてまともに答えられないことがどんどん露呈してって、まあやめたんで、まあ今思うとでもやめた分だけ斎藤よりマシだったんだよな斎藤元彦の適法適正適切にの3コンボ好きじゃないいやでも辞任は本当ね、適切に使われてる例の方が最近少ないから、まあ性同一性の方がね、まあ良かったのかもしれないですね。もともとね、そちらの性同一性障害っていう言葉で使われてましたからね。もう廃止されましたけど。まあそういう言葉ででもそうだ、救われた当事者の人たちも確かにいて、問題はその言葉をヘイターが奪っていることですよね。それはその通りです、本当に。だからヘイトするやつが悪いので、はい。全くその辞任という言葉を使ってる人たちが悪いというわけではないと思います。はい。なんかそういう言いたかったはずのことを読み取って批判しようって感じじゃなくて、公文みたいなこすられ方がしてるのが本当に、なるほど。すいません。それはちょっと私も、言い方がちょっと、揶揄的だってたかもしれないです。申し訳ないです。はい。ただ、なんでしょうね。実際言いたいことというか、安倍さんは言い訳をしたかったんですよ。で、桜を見る会に対して追及を逃れたこと自体がやっぱり悪いのであって、そこを追求しなきゃいけないのに、ここの言葉だけを取ってみると、確かにね、その点の追求の真意っていうのが、ね、野党の人たちがなんでそんなに一生懸命追い詰めたのかっていうのも分かんなくなってしまってたので、それは確かに良くなかったと思いますよね。言語が世間に広まると同時に語用が広まったり、本来とは違う意味が生まれたりするのは言語の宿命かもしれませんですね。バオロ・マッツァリーノが大昔に言語が新しくなって面白いと思えるのは言語学者、けしからんと考えるのは社会学者。なるほど。そこ面白いな。ありがとうございます。確かに社会学者はコロコロ言葉変えられると言葉で困ることが多いかもしれないですね。矢川健太さん、今回のステージ来ていただいてありがとうございます。安倍さん的には細かなニュアンスの違いを込めての発言だったのかなと思いますが、そうですね。だからやっぱりこの発言の背後にある姿勢ですよね。だから苦しい答弁を繰り返し、本当はね、だからその桜を見る会にヤクザがいたとかはいろんなね、話があったんですけれども、なんでこんな奴ら推薦したのって。で、なんで昭恵さんがこれに関わってんのっていうとここそ、まあ当時ね、宮本徹さんという、まあ今ちょっと議員、落選しちゃいましたけれども、いらっしゃるんですけど、が、激しく追及してたことっていうのは、そこが中核なわけで、それこそね、共産党の方々はみんなそれやっぱり分かって継承してくれてたけど、だから他の人たちはよく分かってなかったんじゃないかなっていう気がしますよね。ジェンダーさんみたいな言い方もひどいですよね。だからジェンダーってそれ、認証代名詞じゃないからっていう。なんだろうな。やっぱり人権と同じで使い方が意味わかんないでやっぱり使ってるから、そういう風に軽い感じのミームみたいな扱いになっちゃうんですかね。ただ、据え打ちに据えが据えるのはアップステップが飛んでしまいがち。まあそうですね。だから小泉公文とか石丸公文みたいなのは本当に良くなかったと思います。本当に良くないと思いますよ。小泉はだから言い逃れをまあうまくしたいだけだし、まあ今回のね、山添さんとの争いでは本当にその醜悪な一面が明らかになってるので、耐えられる人は見てほしいですけど、本当に言い訳なんですよ。だから話をずらしてるだけなんで、全然良くないというか、だからやっぱり自己保身をしてるだけなんですよね、小泉は。でそういう人なんで、だからああいう公文的な言い方をするわけですよ。で石丸さんはまあパワハラじゃないですか。でパワハラしたいから、パワハラっていうか相手を詰めたいから、ああいうわざとああいう攻撃敵対的な言い方をするっていう。だ
からそこのね、政治家としての本質みたいなところを見透かしていくと、ね、この人ダメじゃんっていう話に絶対なると思うんですけど、小泉公文で結構小泉さんに好感を持ちましたみたいな人が増えているので、それは本当に良くないと思いますね。はい。はい、ね、100さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。2時3時のカジュアルな辞任系発言に調べたらもう3つ見つかりました。いや、マジか。困ったな。ね、やっぱり言葉を軽んじる民族は滅びる気がしますね。私民族主義者じゃないんであれなんですけれども、なんかやっぱり我々の、ね、思考とかを日本語が母語の人っていうのは思考をね日本語で考えてるわけじゃないですか。だからそこが崩れるとですね、やっぱり日本人というのは何ぞやというですね、神谷宗平さんは日本人ファーストとなんか日本語じゃない言い方でいや日本人なら日本語で使えよっていう何いやファーストって何って感じですけど、だからああいうなんかその日本語を大切にしない人たちがなんか愛国者みたいに言われるようになっていくと、いよいよやっぱりやばいっていうふうに本来は考えなきゃいけないんじゃないかなというふうには思いますよね。うん。小泉さんも割とこういうのねって読めば分かることがあって納得できない。まあそうですね。だから公文って言われますけど、実際はね、言い逃れしてたり、だから単に何も考えてなかったりっていう、まあそういうことが多いのでね、そんなファンシーで可愛いものじゃないと思いますよね。うん。伊藤計画は読んで本当損はない。伊藤さんほどね、やっぱりね、言語をね、大切にしてた人いないと思いますよね。亡くなっちゃいましたけどね。はい。いや、ああいうなんか日本語の美しさをなんか追求するみたいな人がまあどんどん減ってるのかなと。私もだからその文学者じゃないのにあれですけどね、言葉が軽いと言われますけどでもそれはやっぱり良くない傾向ですよね。そう、思考が言語を規定するんですよ。そうか、移動計画か。小泉公文って以前なら煙に巻くと言われる言い方。そうなんですよ。そこが本質。煙に巻きたいだけだから、基本。ね。別の言い方が浮かばないんだけど言いたいことはあるみたいな時に出るのが、まあ、小泉公文。そうですね。まあ、煙に巻きたいだけでもないかもしれない。ボキャブラリーとかの問題で、まあ、そういう風な言い方になっちゃうっていう、まあ、両方のね、問題があると思うんですけど、まあ、どのみちね、山添さんとの対決見てればね、どちらが日本語を誠実に使ってるかはまあ明らかなんでまあ正直だからあんまり政治家に向いてないと思うんだけど、だからなんで首相級になる人たちがみんな政治家に向いてなさそうな人たちなんでしょうね私が言いたいのは本当そこなんだけどまあなんかその高市さんに対して首相としての能力みたいなことを言う人が結構いますし、まあ言いたいことはそれも言いたいことはわかりますよ。だけどなんかそのやっぱり差別的じゃないですか。能力って言ったらあまりいい言い方ではないですよね。でそうじゃなくてやっぱり資質の問題だと思うんですよね。言葉に誠実かどうかとか正直に話せるかとか嘘やごまかしがないかっていう面で言うと、まあ誠実さというかですね、政治家としての資質の問題だと思うので、まあそういうふうに考えると小泉さんと高市さんは明らかに向いてないですよね。だからそういうなんかその軽妙な言い回しで煙に巻くのが楽しいとかタレントとかだったらまあそれでいいのかもしれないですけど、まあ政治はタレント業じゃないのでね。はい。他の方が使う言葉に対してもっと真摯でありたいと言いますが、まずは立ち止まって言わんとするところを読み取る努力はそうですね、怠ってはいけないですね。日本語を大事にしてる話し方は分かりにくいだし、石破が分かりにくいと言われ、高市が分かりやすいと言われる。いやでもそこなんだよな。なんでそうなっちゃうのかなっていう。まあなんかその情緒にやっぱり全振りすると、なんでしょうね。言語としての論理性みたいなのが既存されるところがあって、まあ、例えばなんだろうな、愛国心大事ですみたいなことを、その左の小泉さん言ったらしいんですけど、それってなんか情緒に振ってる、まあ言い方じゃないですか。でも愛国心って何なのかって、愛国の定義とは、愛国者とはどういうものですかっていうことを考えると、あまり誠実なやっぱり物言いとは私は言えないと思うし、日本語の意味的に小泉さんも深
深く考えていってるわけじゃないと思うんですよね。でもそうやって情緒に全振りしたなんかワンキャッチフレーズみたいな、まあ小泉さんの父親もそういうとこあったけど、ワンキャッチフレーズみたいなものをぶっ飛ばして、なんか山添さんみたいなのはね、理屈っぽくて分かりにくいみたいなことを言ってしまうのが非常によろしくないですし、まあポピュリズムの一番悪いとこですよね。うん。丸インターネットがこんなところまで来てしまっているのが恐ろしいし、ここに来てなお大手が丸さと心中しないでほしい。丸いっていうのはあれですか、ニュアンス的に言うと、そのインターネット上でその流行ってるとか、そういった感じのニュアンスですかね。ごめんなさい、私がつかめてなかったら申し訳ないですけど。石橋茂の話そんなに難しくない？いや、難しくないですよ。そんなにね、難しいと私思ったことない。確かに、それこそね、漢字の読みがわからないとか、私も教養ないの、恥ずかしいけど、ちょっと歴史書ちゃんとやっぱりここの知識はないと、ちょっとよく意味がわかんないなっていうところはあったけど、だけどね、別にそんな日本語的にね、非常に難解なことを言ってるわけではないですよね。うん。山添さんだってそうじゃないですか。大臣の言葉には憲法9条も専守防衛も必要最小限度もないと何でもと無原則に考えるなら大臣の資質が問われるって、これ非常に分かりやすい、言葉としては分かりやすいと思うんですけど、でも例えば無原則とか専守防衛とか必要最小限って聞いてね、なんか漢字が多くて分かりにくいみたいなね感じに思ってしまうんだったら、やっぱりちょっと分かりにくいと感じるのかなというですね。やっぱりリズムで考える人でないと分からない。私もリズムで考えてるわけじゃない、そんなにないつもりなんだけど、のかなという気はしますけれども、でもやっぱりなんかね、何でもかんでもこうやって優しい言い方すればいいんだみたいなのはポピュリズムなんで、まあ共産党さんはね、ポピュリズムに走らないでほしいなと思いますけどね。はい。サナは何言ってるか分かる、石破さんは何言ってるか分かんないってね、まあそれがやっぱり芸能人の人が言っちゃうのは本当良くなかったっすよね。悪意はなかったんだと思うけど、流行ってるもそうだし、インターネットの振る舞いとして無難みたいなニュアンスですね。なるほど。ネットのマジョリティに合わせてるっていうようなことですね。はい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 。流行ってても危ないものとかはありますし、危なくない風潮になってるからこそまずいっていう、そうですね。わかりやすくて好きは理解しようとしない人々を騙すための還元にまんまと騙されてるんだよなと。そう。だから、詐欺師の言い分ってやっぱわかりやすいじゃないですか。だからやっぱりね、わかりやすすぎることを言う人はね、詐欺じゃないか、これって。もしかして私を騙そうとしてませんかっていうのを常に疑った方がいいと思うんですけど、やっぱりそういうなんか良い意味での人を疑うというか、あんまり人を疑うのは良くないみたいなことが言われすぎてんのも、良くないのかなという気がしますね。神谷宗平さんとかは私、典型的な詐欺師だと思うんですけど、喋り方もそうだしね、言ってることもそうだし、口調もそうだし、表情とかもそうだし、言葉に誠実な人ではないですよね。話をされて産業でと返しちゃうような人たちには小泉や高市のような話術が合っている。そうなんだろうな。なんかワンフレーズポリティックスで分かりやすくみたいな。確かに、前回フリートークで話題にしたマムダニさんとかもポピュリストだと言われますけど、マムダニのポピュリズムって彼の演説とか聞いてるとだけど、別になんかね、そのワンフレーズで強いことを言ってるわけではないんですよね、実は。なんかやっぱり動画とか使ったりとか、背景情報をすっごい細かく、口で説明したりとか、そういう意味での分かりやすさに振ってるんですよ。でやっぱりなんかその動画の技術とかはね、やっぱり私もまだまだ全然ダメだけど、磨いていかなきゃで左派はもうダメだろうかなっていう厳しいのかなという気はしますよね。はい。マムダニさんがね、シビルビア・リベラさんとマーシャ・ P ・ジョンソンさんについて作った動画むちゃくちゃ感動的なんで、よかったらマムダニで検索してみてください。はい。強い打者にわざとデッドボールして退場させろみたいに書き込んでクビになったライバーとか、競走馬に骨折しろとか書き込んだライバー。そんなやついたんだ。ひでえな。それは普通に倫理観がなさすぎますね。藤田さんの言う分かりやすさって感情に振ってるかどうかだけなんですよ。そこなんですよね。だから感情に訴えかけるっていうところが足りないのかなという気もしないでもないですけど、
難しいですね。でも非倫理的発言でも面白ければいいみたいなことは政治家言っちゃいけないですからね。はい。そう、共産党さんね、動画頑張っているのでね、頑張っていただきたいです。なんか、ごめんなさい。なんかいつも応援してるだけなんですけど。しかしまあやっぱ市民に余裕がないです。そして市民の余裕をなくすことが理になっているってさあですね。なんかこの、なんかその日本売りとか、その我々少しずつこう追い詰められているわけですけども、こういう状況下がなんかね、結局その無謀なそういう戦いとかですね、余計ネオリベ的な政策をやることの指示につながってしまっているっていうのが恐ろしいなというふうに思いますし、ですね。人間は理屈よりそう感情で動く生き物なんで、やっぱり感情をジャッキするために何かしなきゃいけない。まあマブダニだったら動画をそうやってうまいこと使ったりですとか、そういう過去の感動的なエピソードを引き出したりとか、そういうことで工夫して、うまくやったんですけど、なかなかね、やっぱり左派って理屈で動くところが多い人たちだから、私もそうだけど、で、感情でね、訴えかけるっていうことが上手じゃないっていう傾向はあるのかもしれないですけど、でも感情に訴えかけてね、なんか感情だけで物事決めても、それはそれでおかしいしからね。それだとただのポピュリズムになっちゃうから、本当難しいんですよね。はい。そうですね。そう、奈良の鹿大臣みたいな人はね、辞任してください、早く。本当に、一刻も早く辞任してほしい。はい。ということで、なんだかんだで2時間半話してしまった。はい。すいません。なんか今日すごいテンション低く始まってしまいまして、申し訳ございませんでした。割と雑談ということでね、割とあっち行ったりこっち行ったりしながら話していったんですが、いかがでしたでしょうか。ちょっと私のですね、精神的なリハビリのためにも、皆さんにこういうね、ちょっと、愚痴っぽいことを言ってしまうかもしれませんが、よかったらチャンネル登録、高評価として、またお付き合いいただければと思います。あと質問等もね、アーカイブの方もぜひともコメントで、書き込んでいただければと思いますので、必ず読みます。よろしくお願いします。はい、ということで本日もお付き合いいただきありがとうございました。なんだかんだメンタル回復した皆さん少しでもいいから寄付とかして、かつそれをしっかり報告宣伝してくれると僕嬉しいということで、キャミさん本当無理しないでくださいね。はい、ありがとうございました。はい、本当ね、寄付はできる範囲でやりましょう。はい、少しメンタル回復しました。ありがとうございます。どんだけテンション低かったんだ。そうだ、それがその最初いらっしゃらないご不在でしたもんね。いや、本当最初ね、テンションちょっと低かったんですけど、ありがとうございました。お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、歯科政治反対、恒久的平和をということで、はい、ということでですね、明日は、台湾の恒久的平和を願いつつ、変更ディテンジョン、2回を、音花風花さんと一緒にやっていこうかと思います。このゲームね、なんかちょっと思ったよりも、その、ショック表現ですとか、いわゆる、あれなんて言うんだっけ、また名前が出てこなくて、募集に募集を重ねて募集するようなことに思い浮かんでしまった。なんですけど、いきなりね、バーとお化けが出てきたりする表現が、たまに、きますので、その辺ですね、注意しながら、よかったら、明日お付き合いいただければと思います。初コメ、ラトデグさんありがとうございます。コメントありがとうございます。お疲れさんありがとうございます。ピカピカさんもお疲れさんありがとうございます。あ、そうだ、ジャンプスケアだ。はい。そうです、ジャンプスケアでした。ありがとうございます。ジャンプスケア表現があるんで、ちょっと注意なんですが、明日21時からですね、音花風花さんとまた実況させていただきますんで、よろしくお願いします。あ、風花さん、コメント、メンバーシップコメントありがとうございます。温かいものでも飲んでゆっくりなさってくださいということで、いつもありがとうございます。明日コンビ実況の方よろしくお願いいたします。はい。帝国主義戦争に反対ということでですね、はい、台湾の平和を願いつつ、皆様も皆様もですね、ご自愛なさってください。では本日もありがとう、配信お付き合いいただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさい。